チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を犯すがいい。この苦しみの先を見通す眼を我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため。我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。来ていただいて皆様ありがとうございます。本日は左翼&占い系 VTuber がザ・コズミック・ホビール・シスターフードコラボ実況プレイ第2回ということで、追放された魔女を操作し独自の占いタロットデッキをデザインして物語を進めるアドベンチャーゲームを初見実況プレイしたいと思います。先ほどですね、力作のムービーであったように自傷行為、差別、性別違和、うつや不安などのテーマが含まれてますので視聴にはご注意ください。ということで今日も乙女座放送局の小田原風花さんより一緒によろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりましたスカーレット・クロワルツピンクの方占い師系魔法少女音花風花でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
実況内容ですね、初プレイになりますので、ネタバレとはお控えください。あと、配信チャット欄、コメント欄のルールを、遵守いただきますようお願いいたします。あと、カラスマが最近ちょっといろいろ大変なので、ブースなどで支援していただけると非常に助かります。ということで、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、しょうがさん、サリーさん、きやみふさん、なみさん、615さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そう、ゲームのね、私も忘れていた最初に出てきた印象だったんですよ。で、私、治りました。なんか小さくなっていたんですけれども、ちょっと昨日の配信で、すいません、はい、小さくなっていたのですが、拡大されましたので、よろしくお願いいたします。はい、ピンチアウトをね、学びましたので、はい、大丈夫です。ゴゴブリンさん、コンカラスです。本日は反戦ピクニックというものに参加してきました。参加者が絵を描いたり、読書したり、会話したり、スポーツしたりと自由な空間でこういうのもありだなと思いました。素晴らしい。素晴らしいですね。ゲーム音声バランス大丈夫ですということではありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。本当に前回音花風花がやらかしまして、本当に皆様本当にすいませんでした。カラスノさんも本当にすいませんでした。今回はちゃんとなっているようで安心しました。はい。ちなみに原因は結局不明です。なんで相変わらず呪われているんですよね、音響がね。本当に失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、地震はこちらは大丈夫でしたが、皆さんも本当ね、ご安全に無理されないように、ちょっと、今こういう政府なので危険だという話をさっきもしていたんですが、本当自分のですね、安全を最大限守るように、よろしくお願いいたします。はい。お願いいたしますね。本当に、今この政府で、能登半島の地震もね、あんなのに、今の政権で起こったらどうなるかとかもうね、火を見るより明らかですよ。しかもだってナフサとかも足りてないってことはもっとやばいっていう。ね、本当にこの世の地獄が出来上がってしまうので、やっぱ、そうですね。控除をしないっていう時点でムカついてはいるんですけど、備えられる分は備えておければいいんでしょうけど、なんかやっぱ飲み下せないものがありますね。頑張って生きていきましょうね。抵抗しましょう。はい。皆さん頑張って抵抗していきましょうということで、シスターフットと名付けられたゲームの続きを、頑張ってやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。ということで前回4時間に及ぶですね悪戦苦闘の末いろんな、4枚のカードを手に入れたところで終了しております、うまくやり過ごせたようだな。最低者テアとか言ったがなかなか性格の良さそうな娘だったな。本当に私を助けようとしてる感じがした。権力側の魔女にごめんなさい権力側の魔女には珍しいタイプ。権力側とかやっぱ反権力側ってあるんだやっぱ最低機関だから中立なはずなんですけどね。やっぱ中立ではないんですね。はい、認識として、新しいデッキの存在を教えるとはなかなか思い切ったことをしたものだな。選択肢だ。ペアを脅威には感じなかったから、あなたと出会ったことで私は強くなった気がする。どのみちこのデッキの存在を隠し通すことはできない。どれが正解なんだ？エイブラマールート行くのは真ん中そうでしょうね。ただその力のだから他人に力を借りているのを己の力と過信しているようにも見えるのでちょっと怖いかな。そうですね。と思うし、であと下はちょっとやっぱ冷徹すぎるというか、っていうところなので、なので一番言ってることは多分全部一緒なんですけど、表現的にはテアさんの人の良さというか、を信用したというところが感じ取れるのは一番上だけですよねっていう。
ということで、テアを脅威には感じなかったからと。一応ちょっと前回の、すいません、軽いあらすじを言おうと思って言えなかったんですけど、エイブラバーさんがいきなり喋ってたので、エイブラバーさんのご指導により、火、水、土、空気かの4種類のカードを作ることに成功しました。まあ、主人公はただですね、ぶっ倒れてしまいまして、まあ、その後、最低の魔女であるテアさんっていう人が来て、彼女とですね、タロットで占ったことで、他の魔女と訪問できるようになったわけですね。で、その後で過去編が少し挿入されて、まあ、地球にいた時代の、フォルトゥーナさんのちょっと話が、挟まれました。はい。よかったらぜひアーカイブ見てください。はい。いや、なかなか本当にね、いろんなテーマが、そうですね。込められてるので、もう見ていただくのが一番早いっていう、ところではあるんですけれど。はい。ということで、テアを脅威には感じなかったという、まあ、人のようにですね、最低者の魔女さんが、これから人に会ってもいいですよということで、幽閉をちょっと緩めてくれました。はい。テアを脅威には感じなかったから、力を貸してもらえるかなと思って。なるほど。まあ古文についてはお前の方がよくわかっているだろうからな。保留にしてたあなたの占い、今やろうか？いや、今はいい。お前に手紙が届いているしな。どうしたの？怖いの？怖い？私が？ああ、怖い。なんで？以前に占ってもらったことはある。カードや石や骨や振り子などを使ってな。だがお前がやっているのは単なる占いを超えているように感じる。まるで宇宙の輪を引き裂く行為のようにな。この表情初めてだな。本当だ。お前の読みは限りなく深く鋭い。でも、読みが深いってのは占い師にとっていいことじゃないの？もちろんだ。私がこの長い生で生きてきた中でも、お前は最高の占い師だろう。だがその力の前に自らを晒すとなると、それなりの覚悟がいる。とはいえ私は喜んでもいる。私に不安や恐れを感じさせるものと出会ったのは本当に久しぶりだからな。感謝する。どういたしましてなのかな？でも、いつまでも占いを保留にできるとは思わないでよね。わかっている。とにかく話はここまでだ。お前に会いたがっている友がいるようだからな。あれ？ほうほう。先にそっか、こちらのデッキ作成になるのか。確認かな？作成できるんだ。作成多分できると思いますね。一応前回4枚作りました。血まみれの軍隊、ミレニアム、トランスヒューマニズムというわけわからないやつ、部族のつぶやきと。はい。なのでちょっとカードを作成しようかと思いますが、伊沢さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。呪われたコーヒートークがね、いい感じにできてるので、ちょっとね、バーテンダーさんをゲットしたら差し替え予定です。できればですけど。でも、メガジキ君立ってるの面白いっちゃ面白いんですけどね。面白いんですけど、なんか一応ちらっと攻略情報を見た感じだと、ちょっとやっぱり今極端なカードが多すぎるので、なんかもうちょっと広く使えるカードを入れた方がいい的な。はい、そうなんですか。ただね、占い師としては全部が全部似たような意味になられると占い結果が変わらないんですけど、ただまあゲームですからね、確かにそれはあるかもしれない。もうちょっとなんか、ただこの戦争は何も生まないっていう最高のカードを、はい。これを作れたのだけはちょっと、そう多分何回プレイするとしてもきっとこれは絶対に作るだろうなっていうところなので、まあこういうのが作れるのはいいなと思います。まあ、今後ちょっといい感じに、そうですね、やっぱ万能なオールラウンダーカードは確かに欲しいって欲しいですよね。カードゲーム的な意味で考えるならですけど。でオープニングがめちゃめちゃ気合入ってて、なんかね、
デュエル始まりそうでしたもんね。そうですね。ね、なんでトランスヒューマニズムっていう名前になったのかわかんないんですけど、絵自体はですね、モチーフとかは私たちが選べるんですよ。選べるんだけど、なんか勝手にこういうわけのわかんない、なんか意味深な、タイトルがつくっていう感じですね。はい。組み合わせとかによって決まってるんだとは思うんですけど。はい。まあ、エネルギーコストがある限り作れるんだ。面白いな。で、今、水9、火5、土5、風2か。水の持ってるカードが少ないんですね、今。逆説的に考えて。そうですね。これ作りますか？ジュワルナ・ピャシュ・ジョティ。なんかよくわかんないけど、強力な感情にあふれる儀式をできるっていう、ちょっと謎めいた。他には水のやつってこちらナンパ船のやつもあるけど、あと翡翠の巨像もある。あと夕暮れの埠頭もある。夕暮れの埠頭、見るだけならいいんですけど、呪いがかけられてるっていう時点でなんかちょっとあれってなりますよね。ちょっと怖いカードですよね。はい。だからあんまり強烈なのはちょっとなので、ちょっとまあこれを作ってみようかな。はい。そうですね。より魔女らしい。というか。で、エネルギーで、これ一応使えるんだ。すごいエネルギーコスト高いけど、星の恋人、恋に落ちた宇宙の蛇と女神、燃え続ける情熱が虚無を切り裂く。ちょっとでもなんか、あれだな、意味深なんだよな。もしかすると登場人物の誰かに関わってる気がしないでもない。こういう魔女の人がいたかもしれないですよね。確かに。かな。蛇と魔女。まあだから結局アダムとイブの知恵の実を食べた、でそれ結局蛇にそそのかされて食べてるじゃないですか。ってところを考えると、そういうふうに欲望というか、魔を刺させた蛇とイブって感じがしないでもないなっていう。まあだからすごく考えさせられるカードかなって思いました。星の恋人。それが星の恋人っていうのがね。タロットの恋人もアダムとイブがモチーフで、天使が祝福してるんですけど、まあその木にね、ヘビがいるので、まあちょっと不穏だねっていうカードなので、面白いなって思いました。なるほど。一方なんか強烈なのが慰みの女公爵。SM の女帝として欲望に溺れた魔女を助ける妖精である。妖精なのこれで。魔女が情熱の力の源とする際、性的衝動に我を失ってしまうことがあるが、慰みの女公爵がこの幅広いレパートリーを駆使することで、その性欲が空になるまで吐き出させ、どんな魔女もまともな状態に戻すことができる。意外と治療的な方向なんだ。まあでも、毒飲んだ時って、だからやっぱ、お酒とかもそうですけど、とりあえず全部抜くところから始まるじゃないですか。まあそういうことなのかもしれないですね。あと魔女の言い伝えも割とこういう性に関わる話が多くて、砲撃で飛んでるっていうのはちょっと皆さん気になったら、調べていただきたいんですけど、ちょっと魔女はね、その砲撃に乗って飛ぶっていうのにちょっととんでもない由来があるのではないか説があるので、面白いんですけど、一応注意書きのところにちゃんと書いておりますが、いろいろね性にまつわる話とかがこのゲーム出てきますので、今更ですけれども、はいご注意ください。そうですね。ただマイボディマイチョイスっていうところかなって思うので、できる限りしっかりなんでしょうね、好奇の目で消費するんじゃなくて、きちんと考えて、マイボディマイチョイスのその正しさ、ポジティブさを伝えられるように、このゲームはそういう風に作ってあるはずなので、我々もきちんとそれを伝えられるように頑張ります。私にそれが足りるかってとこなんですけど。そっか。出た。異端者を燃やす日。本物の魔女を燃やすことは一度もない。はい。収穫のオラクル。これ怖いやつだな、結構。死血の追跡者、最後のコヨーテ・ガンスリンが、死血のベヒモスの子孫を狩るため、広大な宇宙を動き回っている。彼女は血を糧とすることで、自らの寿命を継続させ、終わりなき復讐を続けている。
へえ。なるほど。多分、ヴァンパイアハンターってあるじゃないですか。ああ、なるほど。ヴァンパイアハンターネット的なやつなのか。的な感じじゃないですかね。うんうんダンピールとかもそうですよね。もともとその、ケッチとしては一緒なんですよ。うん。うんうん。で、その復讐を果たすというか、それを倒して終わらせるために、そのものが追いかけるなので、うんうんうん。わかんない。血族かどうかはともかくとして、なんかちょっとヴァンパイアハンター的な、うんうん。ダンピール的なのは感じますね。で、やっぱこれだけなんか、うん。かっこいい感じで、やっぱ彼女なので、私は勝手に、ジェンダリンクしてたなと思ってちょっと反省するなどしておりました、今。はい。なるほど。うんそうですね。まあこれも魔女なんですかね。わからないけど。そしてバーテンダー、あらゆる種類のはい。人間を悼み祝福してきた男。彼は人の魂を覗き込み、それを搾取する方法を知っている。あ、でも海底にバーテンダーいるのはなんか微妙だな。いや、それはそうですね。呪われしコーヒートークなので。あ、落ちた英雄。うん英雄が守るのは人々ではなくその理想である。抵抗と犠牲の象徴である彼らは腐敗によってのみ殺される。まあ、ジャンヌ・ダルクもそうですよね。結局のところ権力に殺されてるので。そうですね。なんか落ちた英雄ちょっと使いたい感じはあるけど、でもこれを使うとなんかまた結構極端寄りのカードになるような気もするし、どうだろうな。なんか無難というか怖いやつだけど、無難な選択としては収穫のオラクルだとすごいバランス良さそうですよね、これ。そうですね。火がないけど、火はでもあれかめっちゃ強いの作りましたけど、だったかな。これ、火は戦争のカードしか作ってないのかな。そうですね。一番最後の得た元素なので、そっか、1枚ですよね。で、これになる、海底のあれな感じだったから、その塩水使ってるって育ってるのかな。それもそれで面白いな、確かに。収穫のオラクルにしてみていいですかね。はい。できるだけそうですね、多くの種類のエレメントをなんか使った方がいいような気がするんですよね。バランスよくというか。そうですね、多分、新たなカードを作るためにも、多分、占いをした時に出てくる、もらえる、ポイントが、おそらくバランスが偏って得られると、多分作りたいカード作れなくなっちゃうので、ある程度多分バランスが取れてるのはいいってことではあるんですよね。多分、引いたカードのエレメントが得られるって感じだと思うので。あ、大丈夫ですよ。今ちょっとぐるってますね。おやおや今ちょっとぐるってはいましたが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。あれなんか調子悪いかな？大丈夫かな？おや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 。私の方では今ちょっとぐるぐる一回一瞬になって治ったのをちょっと今確認したんですが、戻りましたということで、すいません、ありがとうございます。すいません。調子悪い方はちょっと、再起動というか、もう一回、閉じて、開き直すなど。そうですね、読み込みをお願いします。申し訳ございません。よろしくお願いします。多分あれですよ、YouTube くんの機嫌が悪い感じですかね。ディスコード切れてないので。そうですね、おそらく。はい。ノミネさん、一ノ瀬さん、コンカラスです。ぐるぐる戻りました。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫かな？とりあえずちょっとぐるぐるなったり戻ったりしたんですけれども、ちょっと治ったっぽいので、はい、このまま続けたいと思います。再開いたします。はい。着火のサーベルがこれデーモンの骨で作られたサーベル、素材となったデーモンの名をささやくと、刃が炎に包まれるということで、これだと火の要素がありますよね。そうですね。これもいいな。でも夜のための目、亡霊のための痛み、これなんかイメージに合ってますよね、割と。そうですね。青色なのに火っていうのがまたちょっと面白いですよね。でも人玉って言われると確かになんかこの青白い炎なのかな、思い浮かべるので面白いですね。確かにこれ行くのいいかもな。他は魔女のライフルとかしかないもんな。エネルギーだし。
これに松明にしますか。そうですね。はい。ということで、割とバランスよく、なんかすごい絵面になってなんか、やっぱ、この辺の命を吸ってる感じがしますよね。そうですね。でも、こいつ入れたいですよね。いいな。このなんか骨のやつ。いや、そうですね。入れたいし。やっぱ、やっぱ海って命吸ってるので、そうですね。それこそ私の好きなね、イエモンの曲に、聖なる海とサンシャインっていう曲があるんですけど、いい曲ですよね。あれの歌詞ですごいいい歌詞で、人が海に戻ろうと流すのが涙ならっていうのがありまして、かっこいいでしょ。人が海に戻ろうと流すから涙から、海の山水に戻るって書いて涙じゃないですか。その歌詞がすごく好きで、あの曲自体もすごく好きなんですけど、なのでやっぱこう、海に対してなんかこう、帰っていく感じは確かに思うので、やっぱり林間と、まあ大地もそうですけどね、土に帰ってまた芽吹いてっていうのを繰り返すっていうところですけど、本当に。いや、素敵。勝手に飾り付けてるんですけど、どうでしょうか。かわいい。いいですね。なんかこのなんだろう、主人公じゃないけど、彼はなんかいろんなあれを周りにこうつけてると良さそうな感じですね。大地の守護神っぽさがそうですね。このオラクルからもあれかなからも出て、なんかこう花がいっぱい芽吹いてる感じがあると面白いのかなと思って。そうですね。この辺もそうですね。花もつけておくか。どうでしょう。なんかこんな感じでってよくあれですけど。これだとなんか結構みんなバランスよく配置されてる感はあるかなと。左右反転もできるんだ。そうですね。はい。だからこうしてなんかこう反転したりとか、しながらですね、あれをというか私に絵心がなくて申し訳ないんですけど、はい。なんかね、なんかついてる。あれ、こんな多分グループ選択されてたのかな。人参みたいなものがなんだこれ。まあでもようわからんけど。人参じゃないな。はい。ツタなんだろうな。はい。面白いな。でも多分その今出てるタスクバーの一番上が反転じゃないですかね。そうですね。これが反転ですね。はい。だから本当にカードクリエイトが、すごいんですよね。これだけでだいぶもう一日ずっとこれで時間が解けるっていう可能性がある。そうなんですよね。なんか下手にあまりにすごい、カードをしまくってると、そう1000年の流刑の時間をカード集計で乗り切る時間があると言っている、ね、方がいるんですけど、いやなんかなんだっけツイッター見てたらなんかすげえいっぱいカード作ってる人いて、なんだこれはみたいなちょっと状態になっていました。はい。いややっぱいろいろなこう捉え方、アイコンとかシンボルをどう捉えてどう組み合わせるかっていうのってやっぱ人それぞれ違うので、見るの面白いですね、本当に。そうなんですよね。なんか無数のフォント組み合わせができてしまうので、これだけで1時間以上終わりそうな気がするんですけどまああんまりやってるとあれなのではい。やっぱだからこそ自分が作ったカードだからこそ占った時に、どういう意味で出てきたかっていうところにすごく考えが及ぶというか、しっかり言いたいことが伝わってくる。まあ波長が、自分で作ったカードなので波長が合うっていう感じだと思うんですけど。はい、ということでこんな感じで、はい、ちょっと作ってみようと思います。カード作りずっと見ていられますよね。水のアマランサス。沸騰し続ける涙の海は最も強力な感情への接触を可能にさせる。魔法の植物は果実だけではなく思考も育てる。オラクルの持つ種子のすべてが無害なわけではなく、中には毒もある。青い炎の光は問題を引き寄せる。内政、欺き、未知、対話、平和、審判、試練。
なんか後半他のカードにもあるけど、やっぱ我々やっぱね、平和とかを大事にしてる、正義を大事にしてるので、やっぱ正義のモチーフに惹かれるんでしょうね、我々は。内政と試練はまあそうですね、他にもあったけれども、でも他は全部未知とか対話とか平和出てきてくれましたね、ついに。平和ありがたい。ありがたい。やっぱ火がないでしょ、争いが火って言って、でもあるか、あるはあるけど、燃やす火じゃないので、だからかな。かもしんないですね。ところはある。面白い。はい、ということで。欺きか。ということで。でまだ作れるは作れるのか。けど今エレメントどのぐらい残ってるんですかね、ポイント。エレメントポイントもうでもこれしか残ってないから、無理して今風がないのか。風が0です。そうですね。で、水が6か。そうですね。やっぱもうちょっと、そうですね。話を進めるかしないと多分出てこないやつもあるかなと思うので。はい。ちょっとストーリーを進めようと思います。なので、訪問者が、早速いるということなんで、ちょっと話しかけてみます。なんだこれ。ヘビトカゲさんトカゲかなサラマンダー2人、しかも2人いる。カニみたいなのと。そうですね。ダリアとジャスミンには伝えてって言っておられたので、どちらかがダリアさんで、どちらかがジャスミンさんの使いかな。フォルトゥーナ良かったじゃない。ぜひぜひ会いましょう。言ってくれれば全速力であなたの窓に飛び込む。めっちゃ歓迎されとる。はいですね。やっぱ仲良くしておられたということで。フォルトゥーナへ最低者のファルコンに教えられたんだけど、訪問者が許可されたって本当なの？信じられない。もう数世紀になるんだね。で、お次はどう？会いに行くから準備ができたら教えてね。なるほど。じゃあ、どっちかを招けばいいってことですね。なるほど。どっちにしましょう？ダリアさんとジャスミンさん。まあ、どっちでも良さそうだけど。多分、エレメント的にはジャスミンさんから水と地を得られそう。かな、でダリアさんは多分サラマンダーって火の象徴なので、火とかかなっていうこの行動力は多分火と風っぽいので、じゃあ風のエレメントないからダリアさんにしますか。まずは違ったらどうしよう、読みが外れたらどうしよう。はい、ということでダリアさんを呼んでみます。よし。新キャラクターフォルトゥーナフォルトゥーナ私だよ、ダリアだよ。フォルトゥーナ、本当にフォルトゥーナなのね。信じられない。よかった、また会えて。元気なの？この200年間何してたの？聞かせてよ。私、2世紀よ、2世紀。信じられる？エイダーナのやつ、いつか絶対報いを受けさせてやる。まあまあ、落ち着いて。ごめん。またこうしてあなたと話せるなんてね。で、どんな感じだったの？正直、そんなに話すことはないかな。とにかく、退屈で仕方ないって感じ。もう少しで、心が壊れるとこだった。もうそうなってるのかな。それすらよくわからない。私だったら耐えられないよ。こんなに長い間一人で閉じ込められたら。きっとエイダーナを殺しに行ってると思う。帰り討ち覚悟でね。私もあなたみたいに強ければね。何言ってるの？あなたの方が私より強いでしょう。200年も一人で過ごしてまだ生きてるんだから。私が知る限りあなたは最強の娘よ。まあ、確かにこういうのも強さのうちなのかも。でも、私みたいに泣き言を言うだけじゃなくて、行動に出ようとするあなたが羨ましい。
まだまだこれからでしょ。あなただって自由になったら、これまでに溜まった鬱憤を世界に向けて解放するでしょうに。実は私、自分用の占いのデッキを作ってるんだ。作ってるってどういうこと？自分でカードを作るってこと？そういうこと。宇宙の領域からイメージを召喚して背景にして、アルカナとエネルギーの象徴を召喚し、その3つを組み合わせてカードをデザインするの。カードが持つ意味は組み合わせる要素によって変わる。なんかすごそうじゃない。あなたのお気に入りのカードを見せてよ。まだ始めたばかりでカードの数も少ないから。それでもいいから、これまで作った中で一番好きなやつを見せてよ。おお、選べるんだ。でもこれ、どれなんいや、でもこれかそうですね。だから、風花さん、きつかったらね、水とか飲んでくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。それかあれですか、来訪者、烏丸さんやります？まあ、どっちでもいいですけど、いや、でもとりあえず風花さんで、とりあえずいきます。でも今一番お気に入りのカードで、なんかダリアさんに合ってるっつったら血まみれの軍隊いっちゃいますか？どうでしょう？そうですね。っていうかもう我々もこれがお気に入りっていうか、これを作っただけでこのゲームもう元取ったなって思うレベルなので思い入れ強いですよね。ね、本当に。だからそうですね、我々もオリジナルタロットデッキを作るべきなのか。そう、作りたいんですよね。面白そうですよね。オラクルカードでもいいですけどね。はい。ということで血まみれの軍隊を出してみましょう。はい。血まみれの軍隊、すごい名前のカードね。それに絵柄も素敵じゃない。あなたが持ってたタロットデッキよりいい感じ。このカードにはどういう意味があるの？このデッキのカードはタロットより多くの意味を含んでいて、例えばこれが意味するのは審判、試練、競争、悲劇、変化、再生。それでそのうちのどれが相当するかはカードを引いた時にわかるってわけ？その時の流れと直感でね。でもさ、それが間違ってるとか思わないの？単なる自分の思い込みかもしれないじゃない？占いを習いたての魔女だったらそういうこともあるだろうけどね。でも私は自分がまだ人間だった時点でそういう息を出したから。やっぱりこれあれですかね。第2章の時点で、前回のアーカイブ参照なんですけども、人間の時点で必ず確定して当たるようなタロット占いをやっていたんですよね。恐ろしいことに。はい。そうなんですよね。ただ、名前から考えるに、この方、占いじゃなくて未来予知をやってる確率が高いんですよ。フォルトゥーナさん。なるほど。だから占い違うって言ってたっていうところですけど、だから占い師が占い師ではないですよねっていう、占いの道具を使ってるけど、私とは違う存在かなとは思います。私は未来予知できないので。それはそうです。私の占いは外れたことがないの。一度たりともね。地球の都市がドームに包まれるっていう予言も的中したし。しちゃったの？しちゃったんだ。前回の2章でね、占ってましたよね。だから地球の温暖化の影響で我々の都市はドームに包まれるみたいなのを、予言していたんですけど、当たってしまったということですね。じゃあちょっと我々フォルトゥーナさんの占い外しましょう。ドームにならないようにSDGs を推進するしかない。はい。
やっぱ早めにクリーンエネルギーに舵切ってなかったからこの惨状だと思うので、そうですね。とは思うので、本当にまあそれはそれとして医療とか福祉にはさっさとエネルギー流せって思いますけどね。そして予言したのは実際にそれが起こる100年くらい前。へえ、すごいねあなた。ねえ、私のために読んでみてよ。いいけど、それより近況報告とかしなくていいの？これが何よりの近況報告よ。あなたの新しい力を体感することがね。わかった。じゃあ何を聞きたいの？あなたがこの2世紀の間何をしてたのか聞きたい。そんなの私の口から聞けるじゃない。そうでもないよ。魔女は本能的に自らに対して嘘をつく。カードに聞くことであなた自身も自分について学べるはず。なら一つ条件がある。私だけじゃなくてあなたの過去も読むこと。乗った。お互いに占い合うってわけね。あなたと話すとなぜかいつもこういう展開になるのよね。これも宇宙のおぼし飯ってやつじゃない？あなたの退屈を紛らわすための。始めましょう。まず血まみれの軍隊だ。そりゃそうか。ということはダリアさんに置けばいいのか、これは。そうね、順番通りに置かないと入れ替わるので、そうですよね。そうですね。はい。ということでダリアさんの過去のところに、血まみれの軍隊を置きます。あなたはエイダーナを殺すために魔人のダガーを作ったけど土壇場になっておじけづいた。あなたは決して言えない傷を負っていてそれが原因で90年後に死ぬ。死なないで。生きてなんでなんでやねなんで生きようよ。生きようよ感がありますね。生きようよ。でも決して言えない傷って物理的なものじゃなくて心の傷ってことなのかな。まあそうだな、精神面がおそらく強く影響している存在だと思うので、となるとやはり心が弱れば魔力が衰えていって、やっぱ魔力がなくなった時にはやっぱ魔女じゃなくなる、魔法の存在がなくなるという考えれば、そこでだからまあただの人間地球人の肉体に戻ってしまうと、それはもうこんだけ長く生きてたのでもうダメですね。ダメっていうかまあ時ですねっていうことなのか何なのか。まあとりあえず死ぬとは言いたくないのでこちらの方にしますか。で魔人のダガー作ったけどおじけづいた。でもこれで大量の火もらえますね、予想した通り。でも風もらえないのか。そうですね、やっぱり。風は多分別の2つ目の選択肢風ですかね。2つ目の選択肢は土と水と火。そっか。そう、ルビーのランプを置いてると思うんですけど、ルビーって血を表したりもするんですよ。すごく真っ赤なルビーのことピジョンブラッドっていうんですけど、鳩の血っていう意味でものすごい価値がつくんですよね、そのピジョンブラッドのルビーは。なのでそういう風にだからやっぱなんかこう血を思わせるのは確かに戦争もそうですけど、もうルビー自体が戦士の血だったりそういうものを指すので、ガーネットもそっか、戦士の血とか割とそういう風に赤い石は何々の血っていうものを持ってることが多いですね。だからそっか、なるほどな。ということで、イダーナさんを殺す計画があったということを読みます。
あなたはエイダーナを殺すために魔人のダガーを作ったけれど、土壇場になっておじけづいた。あ、ちょっと、そんなこと声に出して言わないでよ。私が火炙りにされてもいいの？大丈夫よ。ここは安全だから。襲撃の準備をしてる時にあなたのことを考えたの。たとえエイダーナを殺しても、どのみち次の長が選ばれるのを待たなきゃならない。Q の最新層を請願するためにね。私は大丈夫だから。殺しなんてやめてよ。それも私のためになんて。どうして私がおじけづいたと思う？やる前に誰かと相談するべきだと思ったの。そしてあなたやジャスミンに話したらどうなるだろうって考えた。でもどう想像してもあなたたちの同意が得られるとは思えなかった。だからやめたの。それはよかった。あなたたちは想像の中でも一致団結してたよ。次は生身の私たちにも相談するようにしてちょうだい。そうする。ありがとね。なんか本当にお互い支え合ってるんですね。いや、そうですね。うわ、しかもトランスヒューマニズムが出てきた。水のエネルギーの反乱。でもこれ、強制的に出てきたから置くしかないですよね。はい。はい。フォルトゥーナさん。フォルトゥーナの過去。なんだ。へえ。まあだから、まあ人の過去の、欲望の扉って確か他人のあれを除くとかだったと思うので、他人の欲望とか心情をね。命をかけて私の解放に動いてくれなかったあなたとジャスミンに対して私は憤っている。私たちは私の親友だと思っていたのに、私はあなたたちをかつてのように愛せないかもしれない。は？そんなこと思ってなくない？思ってない。ごめんなさい、2番目の。不安に耐えきれなくなった時、私は自分の体を判別不能なほどに切り刻んだ。そしてそれを修復の魔法でつなぎ合わせた。こっちでいいです。前者はありえないです。前者は絶対言えない。そうですね、これもこれでひどいけど、前者は絶対言えないです。そうですね。まあただ何を軸にするかで友愛じゃなくて自分自身を選んでいるので、だから自分軸の話になってるんだろうけど。でもなんでトランスヒューマニズムが選ばれちゃったのかな。さっきあれ水のポイントのカードももう一つ作ってたじゃないですか。でもなんかこっちのメカジキが選んでられちゃったのがなんか微妙だな。いやまあなので作った順番通りに出るんじゃないか説が否定されたので、逆に占いとしての精度が上がっちゃったんですよ。そうですね。占いなんですよ。だから本当にフォルトゥーナさんを表す何かが、まあ、トランスヒューマニズムの、まあ、だからこうトランス状態っていうじゃないですか。だからやっぱフォルトゥーナさん、おそらくアカシックレコード的なものを除いてるみたいな感覚なんだと思うんですよね。でだから200年間内省をしていたっていうふうに考えるなら、まあこのカードかな。内省ありますよね、確かトランスヒューマニズム。はい。まあ、なので他人じゃなくて自分の心を頑張って覗いてみたけれど、まあ、占い師って自分のことを占っちゃダメっていう禁忌じゃないんですけど、占ってもうまく出ないとは言うんですね。自分のことだから主観が入りすぎてよくわかんないみたいな話を聞くは聞くんですけど、私は自己分析のツールに使ってるのって特になんか読めなかろうとなんだろうとただの私の力不足ってとこなんですけど、まあ、もしフォルトゥーナさんがだからそういう決まりっていうかルールがあるとして、だから他人のことは除けても自分のアカシックレコードを見ることはできないっていうふうに考えるならば、どう向き合えばいいかわからない。特にタロットがなかったので、エイダーナさんじゃなかった、フォルトゥーナさんは自分の言葉をこう自分の感情を表現するためのツールを一つ失ってるので、まあでしかもまあ表現する相手もいないっていう中でやっぱり、となるとやはりこう自分をどうにかするという方向に走ってしまうのは
まあうなずけるのかなとは思いますけど、はい。おかしいな。何も見えてこない。自分の過去を読もうとしたのは初めてだったけど、本来するべきことではないのかも。なんだ、残念。ごめん、約束したのに。何か他のことを聞いてみる？大丈夫。これは私が勝負に負けたってこと。そもそも親友のあなたになるよう知られたって、私としては問題ないし。他にも何か聞きたい？そうだね。いや、今日のところはもういいかな。とにかく、このデッキがすごいことは分かった。大したもんだわ。ありがとう。ちょっと口挟みますけど、今のってじゃあ失敗ってことなのかな、そうなんですか、占い的に。いや、まあ、いや、結構あれな過去があって、でもそれを言うことはなかったですけど、まあ、見えないなら見えないで結論付けていいんですけど、なので追加のカードを引くだとか、他のデッキ、まあ、例えばタロットから出てきたあれを読めないのであれば、ルノルマンカードっていうそのトランプの元になったって言われてるドナルドじゃないですよ。カードの方のカードの方のトランプの元になったと言われてるルマンカードっていうものを使ったりだとか、あとはオラクルカードっていう、カードとかを引いてみたりとか、まああとはルーン占いとかもあるので、ルーンストーンとかルーンチップとか使ったりとかしながら補足していくっていう形になるんですけど、どうしても突き止めたいならね、ただ直感でこれ以上深掘っちゃダメなんだって思ったなら引き下がるっていうのももちろん手です。なるほど。そう、もっと己一人でやれっていうメッセージと捉えることもありかな。もうちょっとだからいろんなものを見直していくうちに、カードが言ってたのこれだったんだって気づくことがあるので、今わからないっていうことが必ずしも悪ではないですね。なるほど、ありがとうございます。あとダリアさんブレイズですかね、この髪型。なんかブレイズとなんかメデューサといろんなのが組み合わさってる感じがしますけど、ね、黒人系の、フォルムというか見た目で描かれていますよね。であとやっぱタトゥーが入っているので、タトゥーはもう、装飾としてじゃなくて魔力を得るというか神聖な力を得るために施すものでもあったりするので、もしかしたらそういうルーツをお持ちの可能性もあるのかなって思ったりして、そうですね、だからちゃんと真摯に作ってあるなっては思いましたね。はい。ただ言葉遣いなんかもうちょっと変えてもいいんじゃないかな。結局はなんとかだわとかだからただそれがダリアさんだから言ってるわけじゃないんですけど、そうだな。まあそうですね、翻訳物だと必ずぶち当たる壁ですね、これはね。まだ慣れようとしてる段階だけど、完全に使いこなせるようになったらどうなるか楽しみだね。きっとものすごいことができるんじゃない？ところで、もし迷惑じゃなかったら、一つ頼みたいことがあるんだけど。あなたの頼みだったら何でもやるよ。実は頼みってのは私のことじゃなくてね。だから言い出しづらかったんだ。私の親友がちょっと困ったことになっててね。でもあなたの新しいデッキの力を見たら、それで彼女を助けられるんじゃないかと思って。何があったの？彼女の名前はグレーテって言って、魔女の建築家をやってる。小惑星や月なんかを神殿に仕立て上げたりして。まだ若い魔女で、古文に入ったのは130年くらい前だから、あなたは知らないはず。
130歳で若手ぐらいなんですね。感覚的にですね。で、古文に入ったのがなので、もっと長いとは長いんですけど、フォルトゥーナさんがここに流刑されてからは、幽閉されてからは200年なので、確かに知らないですね。でも、すごく純粋な子だから、あなたもきっと好きになると思う。へえ、会ってみたいな。それで実際何が起きたわけ？誰にも言わないって約束して。約束する。彼女、ベヒモスを召喚しようとしたの。え？すごいなんか籠池さんみたいなごまかし方をしてね。お前ベヒモス召喚したよなってね八角部屋は知りませんとかね、自分の投稿にかかってませんとかね、福丸知ってますかとかね、そんな立花隆が知らないですね。あれちょっとそうですね、グレーテさんの名前どっかで見ましたよね。スフィアのテキストにどっかあったのかな。なんか有名なだって建築家なので、それこそ月の神殿を作った人かもしれないの可能性もあるし、翡翠だから多分あそこに出てるフレーバーテキストの中に多分おそらく今後出てくる魔女さんの名前があるんじゃないかっていう話はしてたりしましたね。で、そしてそうですね、今思いっきり禁忌を犯した人間が目の前にいるわけですけど、どうしましょうかね。それってめちゃくちゃ禁忌なことじゃないですかっていう。だからでもどうだろう、同情した方がいいのかな。気持ちはわかる気がする、詳しく聞かせてっていう。まあでもこれしかないですよね、誠実な答えとしては。私もやりましたとはさすがに言えないからまだ言えないですね。ただダリアさんがどういう考えかによっては、実は私は紹介してるから大丈夫よっていう、やっぱとぼけるのはやっぱちょっと不誠実なのでかなって思うので、はい。気持ちはわかる気がする。詳しく聞かせて。あなたはこの件についてどう思ってるの？もちろん友達を守りたいと思ってる。それはよかった。グレーテはどんなベヒモスを召喚しようとしたの？私を守るためだと思うけど、詳細は教えてくれなかった。でもどうやら建築系のベヒモスみたい。巨人の頭蓋骨から特別な祭壇を作らせるためとかなんとか。でも彼女も建築家なもんだから、お互いのエッセンスが似すぎていて、ベヒモスが彼女にくっついて同化しちゃったんだ。同化するってことあるの？怖っ。やっぱ精神性が大事なので、肉体同士がくっつくっていうよりかは、やっぱりその魂が重なるとか、心が重なるっていう感覚なのかもしれないですね。だから取りつかれるっていう感じなのかな。みたいな感じなんですかね。エイブラマーさんはなんかうろうろしてるだけで済んでますけど、最悪同化してた可能性はあるってことなのか。そうですね。2番目に作ったカードって水でしたっけ？2番目がトランスヒューマニズムなんで水ですね。ですよね。水ですよね。なのでおそらくこのダリアさんとの会話で2番目に代償選んだ何かが因果として回ってくるはずなんですけど、どうなるんだろう。これでだから選ぶ順番違ったらまたちょっと違うのかもしれないですね。面白いですね。なんか分岐がいっぱいあるけどセーブね、分岐セーブができないので。そうなんですよね。オートセーブなんで。召喚がそんな風な結果になっちゃって以来、グレーテは私と会ってくれなくて。それは由々しき事態だね。彼女本当に困っているからあなたの力を借りたいの。現時点ではあなたのデッキが唯一の望みかもしれない。永遠に古文から身を隠せるわけないし、もし見つかったら想像したくもないね。分かった。助けられるように全力を尽くしてみる。ありがとう。
フォルトゥーナ。もう行かないと。あなたに手紙を書くようグレーテに伝えとく。それと、カードを読んでくれてありがとう。やっぱりあんたは最高だ。また会えるようになって本当に嬉しい。私もよ、ダリア。それじゃまた。とても美しい方でしたね。まっすぐな方でした。すごく。なので今セーブが入ったのですぐジャスミンさんを呼ぶこともできるんですけど、一応火のカードなんか作っときますか。そうです。さっき水1しか得られなかったので、なんか、もうちょっとこう、なんか、何かしら。やっぱね、もちろん情報量が多すぎると占いとしてブレるっちゃブレるんですけど、ただその、ないことには得られないので、やっぱこう。そうですね。なんか本当はね、部族のつぶやき的な風カードが欲しいんですけど、風がゼロなので、水と火で行くしかないっていう、とりあえず。やっぱちょっと、そう、風が強す、風がね、で、ダリアの故郷って書いてありましたね、今。ダリアの故郷。本当だ。ダガー火事であるダリアの故郷。この地で呪われた白い砂は地表の堆積物に意志を持たせ、骨のデーモンへと変化させる。そっか、ここダリアさんの故郷だったんだ。ダリアはこうしたデーモンを借り、その骨と臓物を使い儀式のダガーを作成していた。なるほど。だからか、こういうダガーじゃないと、魔女っていう特殊な存在を殺せないのかもしれないですね。なるほど。確かに。エイダーナってかなり高名な魔女だと思われるので。そうですね。おそらく強い。返り討ち覚悟って言ってたので、でも本当に、なので、フォルトゥーナさんのことが大事だから、で、あとそのさっきのグレーテさんのこともあってだと思うんですけれど、はい。で、あとあれですね。だから着火の剣、着火のサーベルはおそらくだからデーモンの骨から作られてるって言ってたから、これだ、ジェームス・カルベルト。建築家の魔女グレーテは数十年前に氷惑星体を削って頭蓋骨の形をした13の部屋を作り、その全てを上下の箸でつないだ。象牙を使うのは良くないとコメントした記憶がある。だけどこれで身を隠してるってことですか、要は。いや、これを作ったってこと、多分これを作るために呼んじゃった。これを作るために呼んで、そう。で、作ってるうちに、お前マジずっともみたいな、BFF みたいな感じになって、なんか一緒になっちゃったのかな。で、次元を超えた存在との交流を可能にさせるとかなので、やっぱちょっと会話をしやすすぎた可能性はあるのかな。なるほど。ってことは、でもこのカード作っとかないとまずいってことですよね、多分。グレーテさんが来る前に。はい。ただそのグレーテさんが作ったからこれを出すっていう話かどうかはまた別確かにそうですね。なので何が出るかは本当に意味合いによるこれが占いのカードじゃなければねあなたに合うカードを出すっていうのが面白いと思うんですけれど、ですね。カジノとして。なんか、やっぱちょっといろいろ登場人物が出てくると、やっぱこのソフィアとか、アルカナとか、シンボルの、ルーツがわかるのは面白いですね。面白いですね。なるほどな。数十年前だから多分、数十年前に完成させた時点でおそらく同化してるので、そっから隠れてるってことですよね、おそらくね。そうですね。で、ジャスミンさんの師匠のカードがこれ作れないんだな。喜びの大草原、エネルギーが足りないですね。はい。ただそうだな。ただジャスミンさんを占うと、風の要素が得られる可能性はあるので。そうですね。つまりそういうことか、私はまた見誤ったな。ただダリアさんが火っぽいっていうのは合ってたっぽいですけど。そうですね。火しかもらえなかったけど、ちょっと風がなかったけど、火はいただけましたね。はい。ただ、そうですね。やっぱ火事って火を使うでしょ、火で鉄を、鋼を鍛えて、そして冷却水で冷やすので、やっぱ火と水なんですよね。火事が刺すものって火だけに思われがちですけど、やっぱ冷却水がいるっていうところ。なので、面白いなぁ。なので何を作ったら良いのだろうか。
火と水が余っているから、大犬巨星か竜砂の砂漠か、まああんまり火に偏りすぎるのもあれなんですけど、でも火のカード、明確に火のカードって今、戦争カードしかないから、そうじゃないやつを作ればいい感じですかね。そうですね、面白い感じ。私はやっぱだからそのカードそれぞれに特徴を持たせたいので、だいぶ尖らせようとしちゃうんですけど、でもやっぱそうだよな、ゲームだからな。なんかやっぱ、ああいう風に、仲のいいというか、守りたい方を守るためにカードを使えるってすごく、現実ではほぼほぼ不可能なことを、このゲームではできるので、誰かを助けるための、だから、それこそ遊戯王でのディスティニードローみたいな、これが俺のフェイバリットカード、いいねよ、ブラックマジシャンみたいな感じで、で、やっぱちょっとしたいじゃないですか。はあ、我が魂、我が誇り、プレイズホワイトドラゴンみたいなことをね、ちょっと、したいっちゃしたいから、やっぱそうですね。やっぱちょっと一枚安心できるカードが、だからそのだからデッキに、核となるカードを作りたいけど、風がなさすぎるから核となるカードを作るにもちょっと難しいな。どうなんだろう。なんか一つ。なんかちょっと無難なのを作っておきますか。あれでもほとんどエネルギーがないのか。狼の母と子。さっき、待って、今選んだの、もう一回選び直します。リュウさんの墓場選んでましたけど。選べるんだ。はい、あ、そっか。チュートリアルじゃないから選び直せるんだ。だから、リュウサの砂漠か。これにだから、はい。じゃあこれでいきましょう。でもやっぱこれすごくデザインとして素敵ですよね。持ってる意味は辛すぎますけど。はい。墓場にに何を置こうかな。女公爵。まあ、なんか火をイメージするなら異端者ですけどね。置きたいけど、まあ、いや、置きたくはない。でもエネルギー不足か。ごめんなさい。風がない。どうせ、いや、どうせ風がないのが厳しいな。風がないの厳しいっすね。落ちた英雄か。なるほど。ただその、英雄を魔女、だからそっか、ちょっとだいぶ、暗喩がすごいことになると思うんですよ、これ。なんでかっていうと、結局だから、まあ、英雄と崇め祀られたジャンヌ・ダルクを魔女として処刑した流れに、魔女の墓場に落ちた英雄を置くっていうところがなんか、なんかつながりを感じちゃうというか、まあそうだな。まあでもやっぱ私が言うとね、いろいろあれなので、そうだな、烏丸さんがなんかこれがいいなっていうものの方が多分ね、面白いと思うんですよね。まあ恋に身をやつして死ぬって考えても、星の恋人っていうのもまあありっちゃありですけど、だいぶ尖るので。そうですね。まあ英雄にしてみるか、そしたら。で、そしてもうだいぶでも水が全くないからちょっとバランス悪いですよね。ガラスのトライデントか。なるほど。で、しかも裏切り者だけを流血させるってだいぶなんかあれじゃないですか。そうですね。墓場と、落ちた英雄にぴったりだな。裏切り者とされたみたいな。おー。さあ、烏丸百句の本領発揮ですよ、皆さん。クリエイトの時間です。クリエイトの時間です。でもここ素敵だな。ここがいいですね。いや、そう素敵なんだけど墓場かと思って、まあ、ただその安らかに眠れてるならいいんですよ。ただそのここにだから異端者が燃やされてるあれ持ってくるともうシャレにならないぐらい辛いっていうあれですけどね。これなんかこれはちょっとなんか腕くっつけられるのかな。でもこれ2ついいですね。剣にすがって立とうとしてるエネルギーに変換できると思う。すごい。なるほど。剣でもまだだからそうですね。そうですね。剣か斧かを握って立とうとしているように見える。それかそのトライデントを持たせてもなんか面白いかもしれない。そうですね。トライデント持たせるかどうせだったらこっちじゃなくて。なので裁かれた英雄だけれどもその死んでないから、つまりこの人は、裏切り者ではないっていう感じの。やっぱだから間違った裁判というか、まあね、
選挙は間違うことがある、かっこ白目っていう。まあ、選挙は間違っていましたがはい。はい。なるほど。だがか。いや、これ面白いですね。ほんといろいろ組み合わせることができて。やっぱね、全然繋がってなくてももちろんいいんですけど、タロットも実はあれ繋がった一連の物語なんですよね。だから今物語のどの辺にいるかっていうところでも読むんですよ。だから0番の愚者が出るとは始まりなんだなみたいな。1番のマジシャンが出てもそうですけど。でそれだから最後の22番、違う21番か。21番の世界が出たら、完結してまた新たな始まりに行くんですねみたいなところですし、あとはそれぞれの、ワンド、カップ、ペンタクル、ソードもそれぞれ物語があって、っていうところだったりするので、そう。だからやっぱ物語性があると、どの段階にいるかっていうのを考えやすくなるっていうのはありますね、確かに。面白いんだよな。そうですね。いい感じにまとまったので、ちょっとこんな感じで、どうだろうか。これ判定したらこっちに浮いてしまうから、ちょっとあれだな。こうしておこう。こうしておいて、砂漠になんか突き刺さってるイメージにしたいけど、なんか微妙だな。なんかトリックアートみたいになっちゃった。トライデントもうちょっと大きくしたら、もうちょっとそうですね。ただ、刺さる感じになんないかな、砂漠に。そうですね。で、斧で、下の方を隠せば、そう。で、斧で下の方を刺さってそうなところ隠して、で、あと、左腕を、前にすれば掴んでるように見えるかな。そうですね。左腕を、こう前にして。はいはい。ですね。はい。すごいかっこいいな。なんか、やっぱこの英雄が名声のためにやってたんじゃなくて、やっぱ志というか信念、信条のために戦っていたっていう感じがするので、ちょっと強いカードになりましたね。はい。行ってみましょうか。いいな。これちょっと安定させよう。はい。つうことで。よし、これにしてみよう。回想ですよ。はい。ここのだから何個象徴使ったかにもあるのかな。落ちたものの涙。憎しみと後悔に満ちた流砂は訪問者に汚れをもたらす。英雄は千の傷の痛みを伝える。英雄は大切なもののために戦うものを体現する。トライデントは魔法を貫き感情を吐き出させる。破壊逆行儀式破壊学校慈悲健全競争悲劇勇気。でも今までなかった要素がかなり出てますね。はい。やっぱ英雄がもたらしてくれてる、やっぱ英雄には悲劇がつきものっていう最悪のあれがあるんですけど、ただその英雄、英雄って仕立て上げられるものでもあるので、だからそうだな、全て英雄と言えなくもないか。なんかいろいろ考えさせられるカードがまたできましたね。はい。ということで次の人を呼んでみようと思います。風ください。風ください。ちょっとエネルギー不足なので。そうなんですよ。風が欲しい、切実に。ね。ドナルド・トランプのタロットで占うのは不吉すぎて怖いっていうのがあるんですけど、そう思います。私も。作りたくないです。実はタロットを全部タワーのタロットカードっていうのがあって。そう、それも面白いので、ぜひ。はい。やっと会えたわね。ありがとう。本当に。会えなくて寂しかった。大好きよ。私も。まだ幽閉期間は800年残ってるんでしょ？一体どうやってエイダーナを土俵させたの？私は何もしてないよ。最低者が私の環境に同情してくれたみたいで。何にせよ、エイダーナの罰は厳しすぎるということで、訪問者の受け入れ禁止を解除してくれたの。その最低者の判断は大正解よ。エイダーナの判断に逆らうつもりはないけれど。訪問者の受け入れ禁止は、あなただけじゃなく、古文全体に罰を与えるようなものだもの。だって、あなたに会えないんだから。
本当に寂しかった。私も。この2世紀の間にそっちで起きたことを教えてよ。ダメよ。まずはあなたのことを話してもらわないと。正直気が進まないんだけど。楽しい話じゃないしさ。孤独は人を暗黒に誘うものなのよ。それより、外の世界の話を聞いて気を紛らわしたい。そうなのね。わかった。何について知りたい？あ、選択肢だ。オオブンは最近ゴシップどんな感じ？はどうでもいいですね。ゴシップはどうでもいいけど、はい今何か面白いことに取り組んでたりする？で、古文の状況やっぱ気になるかな？いや、気になるけど、はいジャスミンさんについて聞きたくないですか、やっぱ。でもそうですね。ジャスミンさんどんな人なんだろう。最初のオープニングからまあそうずっといるし、ね、この人がジャスミンさんなんだって今思いましたけど。まあ、なので、で、しかもちょっと、またちょっと関係性が違う気がするんですよね、ダリアさんとは。そうですね。より深い絆があるのがジャスミンさん。まあ、いろいろね、定義とか関わり方とかがあるので、一概にそういうわけではないんですけれど、ただジャスミンさんすごく穏やかな方なので、何かやっぱ、あなたのことが知りたいのっていう意思表示でジャスミンさんにお伝えしたいなって思ったんですけど、確かに古文はどんな感じなのか聞きたい。やっぱその、フォルトゥーナさんに会えないことが古文にとって損失であるっていう、ね、そういう捉え方をしておられるということなので、気になるな。面白いことに取り組んでるかどうか聞いてみます？いいですか？ありがとうございます。はい、いえいえ。今、何か面白いことに取り組んでたりする？今は魔法の茶の湯を極めようとしているところ。マジカルティークラフトなんて呼ばれたりもするんだけど。あなた植物が大好きだもんね。でも、なんでお茶を作ることに注力するようになったの？私、数世紀を費やして、ありとあらゆる種類の植物に詳しくなることができた。そして、私が書いた本が様々な場所にいるたくさんの魔女たちの役にも立った。そこで、今度はもっと具体的な方法でコミュニティに貢献したいと思ったの。何？茶道家と植物学者みたいな感じなんですか、この方は。すごいな。でも、私の大好きなね、福岡の糸島にあったハーブティー屋さんも、ハーブティー屋さんとして出してたけど、本当はハーブ農家をやりたいんだけど、とりあえずこれで金を稼ぐみたいな感じで、やっておられて、で、今は落ち着いてその、予約制で完全場所不明の状態で予約を取っていくみたいな。なので普段はハーブ農家をしながら、そうやって作ったものをお客様に提供するっていう、やりたいことをやっておられる方がいらっしゃって、まあ、やっぱ、ハーブを作るってなると、そのハーブをどうやって発信していくかってなって、やっぱダイレクトにハーブについて味わっていただくのは、やっぱりハーブティーはすごく大きいよねって思うんですけど、そうだ、だから、繋がってはいるし、名前がジャスミンさんでしょ？マツリカなので、お茶の成分というか、お茶のフレーバーとしてもすごくね、割とね、日本語圏でも、コンビニで売ってたりもするので、やっぱそういうところなのかなって思ったりはするんですけどね。まあ確かにこの部屋にも常湯もあるし、茶道あるし、茶道できそうですよね。ね。本当やっぱり自給自足農家&ハーブティー屋さんだった。それで、自分のガーデンで収穫したものを使って、いろんな乾燥ハーブを開発したのよ。私の花は、光と音楽と死と、たくさんの肥料を組み合わせることで成長するの。うわ、素敵。つまり、魔法のハーブを作ってるってわけ。
それを煎じることで、創造性の向上や意識の覚醒、幽体離脱、召喚力の強化などが可能になる。めちゃくちゃ便利すぎる。そんな、バイオまあハザードに出てくるハーブみたいな。いや、アンブレラかな。すべての元凶アンブレラ。まあでも、実際に魔女ってこういうハーブを煎じたりとかする、薬草を煎じるのが、なりわいなんですよ。思ってるようなマジカルなことじゃなくて、確か現代にも魔女の血統って残っていらっしゃるんですよね。で、その方たち何してるかってハーブを煎じる薬屋さんというか、だから民間療法にはなると思うんですけれど、まあ、漢方もでも近いような感覚だと思うので、そんな感じなのかな。やっぱ魔女としては、なるほど。そうですね、ハーブ。なんですね。今じゃ私、古文の内外で人気者なのよ。なんだか、前よりも自信に満ち溢れてる感じだね。よかったじゃない。今度来るときは、お茶の葉も持ってくるわね。ありがとう。古文は最近どんな感じも聞けるのか。実は新しい占いのデッキ聞いたら多分話進んじゃいますよね。あ、なるほどな。だからこれ古文のこと先に聞いてもいいんでしょうか。そうですね。多分占いのデッキの話はなんかこの流れだとさせてくれそうですよね。大丈夫じゃないかな。なので聞いてみよう。古文は最近どんな感じ？すごく勢いがあるかな？他の古文を大きく引き離して成長してる。アメリカ？知識の面においても、力の面においても。やっぱ、一強は良くないよ。一強は良くないよ。ね、だからこういうことになるんだよ。エイダーナの要求に応えるのが、だんだん大変になってきてるのも事実だけどね。やっぱその、急成長しているところのトップってやっぱ、暴君になるしかなくなるので、まあ、世の断りというか、なんというか。まあ、アメリカは今崩壊してて、だから成長産業が AI ぐらいしかなくなってますけど、それだから今こんな状態になってるので、はい。ね、やっと終わりそうでよかったなって思うんですけど、ただその、トランプを選んでない方たちが苦しむのは、さすがにかわいそすぎる。そうですね。選んだ人たちはちょっとだいぶ反省して、福祉活動とか、そう、社会奉仕してほしいです。彼女は私たちの成績を四半期ごとに審査する仕組みを作り上げて、競争社会よくないって、あんまり比べさせるの。そうですね。めっちゃ資本主義っぽいことをやっているな。ね。だから成長するけど、結局搾取で成り立つから終わりが早いっていうか、終わりがあるんですよね。そういうことをすると。そうですね。成長には限界があります。それによって、古文は大きく成長したわ。他の多くの古文も似たような仕組みを作って、私たちに追いつこうとしてる。そういうことをするとね、搾取が生まれるんだよ。ね、本当に。マジで。でも中には、競争についていけない魔女たちもいて、それは当然ですね。その上、低評価があまりに積み重なると、古文から追放されちゃうの。そんな YouTuber みたいな仕組み取り入れてんの？それはまずいだろ。だからお前営業成績悪いからクビなっていうのと一緒でしょ？ちょっとこれはしかもまあ、もちろん会社でもやっちゃいけないんですけど、古文って生活母体にもなってるわけでしょ、だって。だからそこからの追放って、だから会社をクビになるよりももっと重いものじゃないですか。そうですね。ふざけてるでしょ。でも、低評価が積み重なって、YouTube、ひまそらくんが追放されなかったのは大問題なので、やっぱ、そうだな。まあ、炎上系はいなくなればいいと思いますけど、ひまそらくんから収益を剥奪するのは遅すぎましたね。もう十分稼いでるでしょ、あいつ。懲罰的っていうか、懲罰的、あれだ、損害賠償っていうか、あれ、
をやっぱちょっとしっかりがっつり取らないと、あいつもうだって儲かって終わってるじゃないですか。あいつにとっても良くないし、あいつに被害に遭った福祉に関してもダメだし、で、それが前例になっちゃうから、後に続く奴らが出てきちゃうから、ちょっとやっぱ、なんでしょうね。やっぱ魔女だろうと、地球人だろうと、たどり着くところが一緒なんですね。はい。まあ、私はうまくやってるから、心配いらないけどね。なんか選択肢が殺意に満ち溢れてる。むちゃくちゃすぎる。マジ死んでほしいになってる。いや、まあ、内心の自由はあるので、もうてめえみたいなやべえやつ死んじまえよって思う分にはあれなんですけど、それを表に出したりすると、また話が変わるっていう。はい。ここはやっぱジャスミンさんを褒める。そうですね。あなたはいつだって優秀だものね。エリートたちとの競争にだって問題なくついていけるでしょかもね。でも、置いてかれた魔女たちはかわいそうだなって思う。そうね。ひどい話。でも、エイダーナの判断を信じないとね。彼女は私たちの中でも特別長く生きているし、きっと深い考えがあってのことだと思う。追放された魔女たちも異端者になるわけじゃないし。楽印を押すか押さないかでもやっぱ扱いが変わるのかな。どうなんだろうな。まあそうなんでしょうね。だってフォルティーナさんみたいな人は流刑にされてるから、まあだから他の子分に所属したいですって言っても多分ダメじゃないですか。でもまあエイダーナシステムだとおそらくエイダーナ子分をクビになるだけで他の子分に行けって言われるだけなんでしょうけど、まあそれもひどいけど、まあただその、だいぶだから劣悪な条件で加入させられて搾取される可能性ありません？そうですね。そう、子分を追放されたあんたを拾ってやったんだから、みたいな感じに悪質な子分に行ったらそういうことにもなりかねないですよね。すごく、だから話していて消極的保守でしょ、ジャスミンさん。そうですね。どっちかっていうと保守的な性格に見えますよね。かな？やっぱだからエイダーナの判断を信じないとって言ってるじゃないですか。高市さんの判断を信じないとって言ってる人にジャスミンさんは悪くないんですけど、高市さんの判断を信じる人はちょっとダメなので、だからやっぱ、こう、深い考えが、高市さんしか分からない高度な考えがあったとかないので、だから多分エイダーナの深い考えも本当はないんですよ。わかんない。フィクションだからあるかもしれないけど、いや、多分だからやっぱ、はい。ダメでしょ。やっぱちょっとジャスミンさん、我々がね、やってて、烏丸さんのマスコットキャラクターであるとしかいくんが生まれた、ね、都市伝説解体センターにもね、ジャスミンさんと呼ばれる、泊まりやすみさんだから、そう、ジャスミンさんがいらっしゃったんですけど。そうですね。めちゃくちゃ真逆ですよね。そうですね。まあ、向こうは、なんでしょうね。一応、権力に絡め取られてはいるけれど、己の正義に基づいて、しっかり動いていた方ですし、で、まあ、こちらのジャスミンさんは、組織を尊重して、その中の一つとして、共同体を守るっていうか、っていう感じなのかな。って思いますね。私たちの古文出身の魔女は、とても高く評価されるから、どこの古文にもいい条件で入れると思う。まあ、ジャスミンさんがそう思ってても、他の古文で実際どう扱われてるかわかんないわけなので、わかんない、どうなんだろうな。せめてもの救いだね。それは。なんだ、いっぱい聞かせてくれるじゃないか。じゃあ、最後占いにすればゴシップ聞いてもいいってことなのかな。というでしょう。でもあれですよね、ダリアさんにはこんなにたくさん選択肢ありましたっけ？いや、なかったですね。デッキの話したから直行しちゃったわけじゃないですよね。多分なんか、選択肢自体が確かなかったような気がする。ちょっと、で、ここでたくさん分岐っていうか、選択肢がいっぱい提示されてるので、ちょっと不安になりますよね。ゲーマーとしては、ってなるけど。
うんうん。ゴシップか、ゴシップ、芸能ゴシップ的なゴシップには興味ないんですけど、権力側のゴシップは握っておいて批判しないといけないので、そういう意味、ゴシップっていうか、不祥事っていうか、犯罪っていうかって感じですけど。うん。聞いときますか？一応聞いておきますか。ますか。興味深いゴシップとかない？あれ、ゴシップは嫌いなんじゃなかったの？あ、やっぱり嫌いだって言ってたんだ。なるほど。そうだけど、あなたは好きでしょ？それに、ここにいて死ぬほど退屈だったから。あなたのおしゃべりクラブに加入するのもいいかなって。歓迎するわ。どんなジャンルがお望みかしら？さらに選択肢が出た。ちょっと。ジャンルか。いや、いろいろ、恋愛ネタは何でしょうね。本当に仲のいい友達同士で、あの子を応援するためにとかだったらもう、ある程度しょうがないかなって思うんですけど、うん。どこどこさんちのどこどこちゃんがねっていう感じの井戸端会議的な恋愛話なら嫌だなって思うし、喧嘩か。いや、まあでも喧嘩もなんでしょうね。権力闘争の、あれが垣間見える可能性はありますね。うん。でもダリアさんについて、全部聞かせてくれますか？ジャスミンさん。どうですか？全部聞かせてくれるんだったらいいんですけど、一個だけだったらちょっとだいぶ困るな。一個だけだったら困るからダリアさんについてまず聞いてみますか？そうですね。ダリアについては？ダリア？親友なんだから直接聞けばいいじゃない。聞いたよ。実はさっき訪ねてきたの。でも、ダリアって外交的に見えて自分の内面は明かさないとこあるから。だから、あなたの口からダリアの状態を聞きたくて。まあ、ダリアさんと同じこと言ってますね。フォルトゥーナさんも。そうですね。魔女は自分に嘘をつく。まあ、でも、一種の防衛反応なので、それは別に悪ではないんですけど、それを自覚しない限りは悪かなっていう感じですかね。そうなのね。わかった。ダリアは元気よ？元気だと思う。あなたの言う通り、心が読めないとこはあるけどね。最近は自分が獲物に定めたあるデーモンのことで頭がいっぱいみたい。何でも夢の中にデーモンが出てきて、それがずっと前に亡くなった人間のお母様の顔をしてるんですって。そのデーモンが実在するかどうかも定かではないんだけどね。ダリアが夢の中で見ただけだから。あなたの占いの力で助けてあげられたりしない？だといいけどね。あなたが私に喋ったことで、ダリアが怒らないといいけど。怒ると思う。でも、ダリアは数分も経てば怒ってたことを忘れる子だから。だから大丈夫。こうして、またあなたと話せて本当によかった。それはこっちのセリフだよ。一個だけだったんだ。よかったよかったじゃあ、大事な選択肢を拾えた気がしますね、ダリアさんについて。そうですね。その夢のデーモンの話って初出なので、もしかしたら、なんだっけ、今助けようとしてる魔女の人にも関係する話かもしれないですよね。ですね。っていうことで、占いのデッキを作ってる話をしていきますか。ですね。実は、新しい占いのデッキを作ってる。そうなの？でも、それって安全なの？これまでにないようなデッキでね。タロットと違って、全部のカードが私の手作りなんだ。そして、これまでの感触から言うと、
どんな占いのカードよりも深く明確に物事を見通す力がある。へえ、なんだかすごいね。でも、エイダーナには内緒だよ。ええ、もちろん、わかってる。あなたが規則を破るのを嫌いなのは知ってる。でも、これは実際、規則破りじゃないと思う。エイダーナが禁じたのは、私のタロットデッキであって、これは別物だから。あるいは、私にこれを作らせるためにタロットを禁じたとか？どうかな。でも、あなたはここに幽閉されてるから、誰かに危害が及ぶこともないでしょうしね。エイダーナには言わないでおくわ。ありがとね。それじゃあ、あなたの運勢を占ってあげようか。お願い。あなたに占ってもらうなんて本当に久しぶりね。前回は何について聞いたんだっけ？どうやったら最低者が自分に恋してくれるか。ちょっと。でも、確かにそうだわ。すっかりあの子のこと忘れてた。あなた記憶力いいのね。今は何してるのかな？カードに聞いてみてもいいよ。あれはもう終わったことだから。今は他に気になることがあるし。というと？私の魔法のガーデンの調子があまり良くないの。病気になってるみたい。でも、その原因がわからなくて。だから、私の質問は、私のガーデンに何が起きてるのか。なるほど。他には？ガーデンについて聞くのなら、ついでに、私のお花の運命についても知りたいかな。この病気を生き延びるのか、彼女たちが宇宙中で人気になるのか、私のこのプロジェクトの未来についてとかかな。了解。私がカードをシャッフルしている間、自分のガーデンの匂いを思い出すようにして。人間の五感の中で、記憶で一番、はい。人間の記憶の中に一番刻まれるのって嗅覚らしいんですよ。はい。そう、だから多分香りを思い出してって言ってるんだと思うんですけど、病でこれが出てくるんですか？死と再生？試練？試練。だからあれか、今一旦新しい種になる、新しい姿になるために一回死にます。生と死と破壊と再生ってセットなので、片方だけっていうのが存在しないんですよ。だから、今起きてるのは、まあだから、終わりというか、今咲いてる子たちは確かに、死んじゃうかもしれないけれど、それが、輪廻するというか、まあ、繋がって何か新しいものに変わろうとしているサインってことかな？っていうことなんですかね。また戦争のカードが出てきてしまった。なんか結局、そうですね、順番読んで、まあいろいろ選択肢の数とかも変わると思うんですけど、ダツミさんにもダリアさんにもこのカードが出てくるというのがちょっとあれですね。どういうことなのだろう。まあとりあえず病の血まみれの軍隊を置いてみますか。エイダーナがあなたのガーデンに呪いをかけた。あなたをより強くするため試練を与えようとしてる。エイダーナの正解。ラリアットするぞてめえ。試練ってね、誰かを犠牲にするような試練は与えちゃダメなんですよ。はい。そうですね。特にジャスミンさんにとって宝物でしょ？ガーデン。作り上げた己が頑張って
うん。作り上げたものでしょ。あそれを、しかもこのエイダーナがやったことの内容がこっちなのかな。あなたがいない間に誰かがガーデンに死体を埋めた。誰かに裏切られた者の死体で、それが土壌を汚染している。いや、最悪やん。ちょっと待って、うん。いや、だから、エイダーナだったら、そのまま何かしら呪いをかけただと思うんですけど、うん。で、ただその理由としては、ジャスミンを成長させるためには、今軌道に乗ってるから、一回鼻を折らないといけないっていう、最悪ムーブパワかハラです。なっていパワハラ上司うふうに思うんですね。はい。そうですね。だと、あいつ調子に乗ってるよな、みたいな。営業成績1位だからって調子に乗んねや、みたいな感じかもしれないんですけど。だからやっぱエイダーナさんの評価がゴリゴリ落ちるんですけど、どこまで落ちるんですか、この人の評価。やっぱ我々権力者嫌いですからね。ただ、で、後者だとすると、これだから、試練とかじゃない、運命的に言うと試練なのかもしれないですけど、エイダーナはこれを回復できると分かってて一応かけてると思うんですね。だからといってそういう問題じゃないんですけど、なのでこれだとすると救いがないので犯人探しになっちゃうんですよ。そうですね。どっちがいいんだろう。誰がやったんだろうって。まあでもここはだってね、最終的にエイダーナさんを倒さねばならないという展開になるのかどうか知らないですけど、ここはなんか本人にとっても一応前向きな内容だから前向きではないか。でもでもこっちの方がマシでしょ。一応だから試練を与えようとされてる。だからつまりエイダーナは、ジャスミンあなたを評価しているのよっていうことには無理やり。ということでこちらで読んでみますか。エイダーナがあなたのガーデンに呪いをかけた。あなたをより強くするために試練を与えようとしている。そういうことだったの？どういうこと？なんだかおかしいと思ったのよね。いかにもエイダーナがやりそうなことよ。負の信頼がある。だから、つまり、エイダーナが呪いをかけて誰かが、ジャスミンさんのガーデンに死体を埋めるように、強殺っていうか、強制したかもしれない。考えられる。考えられますね。っていうか、エイダーナがやったのかもしれんし。だからどっちにしても、でもどっちにしても後ろにエイダーナがいるっていうことが事実かなと思うので、で、だからこそ、苦境の中でも白旗を持って進んでいくものが魔女たちは勇気があると知っているっていうカードだったじゃないですか、これ。なので、そうね、エイダーナさんが、それをやってみなさい、ジャスミン。あなたに足りないのは一歩を踏み出す勇気よ、みたいな。でも、世界展開してて、すごく頑張って内向的じゃなくて、ちゃんと広めてるから、ちゃんとしてると思うんですけど、何が不満なんでしょうね、エイダーナさん。やっぱ己を脅かしそうね。だから、あれか、フォルトゥーナさんの二の舞にならないように今のうちに鼻を折ろうとかなら最悪なんですけど。どういうことなんですかね。意図がまだわかんないけど。そういうことなら、それに応じるまでね。とにかく、自分のせいじゃないって分かってよかった。どっちにしてもジャスミンさんのせいじゃなかったっていうね。そうですね。外部的な要因だったと。そうなんですよ。私の園芸師としての力をエイダーナに見せつけてやるわ。いいですね。いいですね。立ち向かう。いいですよ。頑張って。そして火が増えるばかりなんですが、次は、風が出た。風が出た。オペラハウスの空間はあらゆるコンテクストにおいてあらゆる意味を共鳴させる、空気のエネルギーによる竜巻。でも正義宿命運だからこれどういうことなんでしょう。はい。だからエイダーナの思い通り。そうなんですか？じゃない。そういうシャーマンってだから部族のトップっていうか部族にとって大事な存在でしょ。で、その人、で象徴するものに導きがあるでしょ。だから、エイダーナの思う通りに、
ジャスミンさんがこの試練を乗り越えて、ガーデンを、まあ、どうにかするってことじゃないですか。ああ、そういうことなのか。いや、私の解釈がこれなんですけど、烏丸さんどう思いました？なんか、まあ、正義が一応入ってるから、まあ、ガーデンが復活してめでたしめでたし的になるけど、結局エイダーナの思い通りだったね、みたいな感じなのかなっていう。まあ、そうでしょうね。おそらくこれを見る限りは、一回枯れるけど多分元に戻るだと思うんですよ。焼け野原に。はならないですよね。だからきっと。そう、まあ、焼き畑農業あるじゃないですか。一回焼かないとダメ、阿蘇とかでも確かあるでしょ。なんか草原焼いて、燃やして、ちゃんと次が生えてくるようにしなきゃいけないっていう手入れ法があると思うので、でもなんかそれを指してるんだと思う。あなたはガーデンに自らを埋め同化する。あなたは魔法生物となり、体からいかなる植物を瞬時に生み出せるようにする。そんなスーパージャスミンにならなきゃいけない。これダメじゃないですか？これはダメじゃない。非常に強力な疫病が宇宙に蔓延し、あなたのガーデンが古文生存の鍵となる。それはあるかもしれない。シャーマン医者としても扱われてましたよね。あなたのガーデンはやがてエントロピーに飲み込まれ、少しずつ衰弱し、やがて死ぬ。そしてそのことがあなたに新たな始まりの機会を提供する。ラリアットするぞ。なんだそれ。エントロピーって何でしたっけ？なんだっけ、マドカマギカに出てきたような気がする。私のトラウマ窓マギですね。友達に、友人に勧められて、キャッキャしてる楽しい魔法少女アニメだよって言われて騙されて全部見たんですよ。絶望でしたね、あれは本当に。本当にそれで騙されてる人いるんだ。騙されました。大丈夫、最終回に救いがあるから。大丈夫、映画に救いがあるから。嘘つきって言って泣きました。はい。まあただ、風のエネルギーとのバランス考えても真ん中の選択肢しかないような気がしますよね、もはやこれ。いや、まあ、でこれだと、だからジャスミンさんが、薬師として、すごく、大事な存在になる。そうですね。だからか。そうか、これだと前のやつが、その植物が枯れるじゃないや。疫病が蔓延するって言ってるんだ。いや、わかんない。でも、花の状態について聞いててそれが出てるから、ちょっと違うか。あれどう見ればいいんだろう。だからこのなんかだから、疫病が蔓延するものを見越して、それに適応するように進化してるってことかも。だから、実際確かに、今弱ってはいるけど少し成長します。だからそれを勝手にというか、弱ってるけどそれは成長するためにもしかしたら根とかその地中の種とかにしっかり栄養を集めて今後発生してしまう疫病に対応するための姿に変容するためになってるってことで血まみれの軍隊出たのかもしれない。どっちだろうな。でも、同化したら嫌なんですよね。そうですね。同化してほしくないので、まあ、こちらにしておきましょうか。まあ、野焼きみたいでね、本当あれですけど。ただ、そうだな。ただ、これだとしても結局ジャスミンさんにまたすがることになるので、エイダーナさんの、もし本当に嫉妬でフォルトゥーナさんを追放したのであれば、次追放されるのがジャスミンさんなんですけど。可能性はありますね。まあでもですよ。エイダーナさんがこの試練をけしかけてるので、いずれジャスミンの薬草畑の薬が必要になるって分かっててやってるのだとすれば追い出さないのかな。なるほど。確かにそこまで言ってれば対局を見てるのかなと言えなくもないけど、それだったらジャスミンにちゃんと言えよって話ですよね。いや、それはそうなんですよ。まあただ、だって勝手でしょ？成長させるためにやったって、愛って伝わらないなら愛じゃないんですよ。そうですね。はい。ただただスパルタはそもそもダメなんですけど、厳しい教育にも、でも愛があるんだよって、いや、でも、それが本人に伝わってないならないのと一緒なので、って思います。君はまだ分からなくていいよ。いつか分かるよ。親御さんの愛がって言われても、今分かんねえとダメだろっていうところだと思ってるので、だからやっぱ、エイダーナは、長にしておくべきではないですね。ちょっと、と思いますけど。
あ非常に強力な疫病が宇宙に蔓延し、あなたのガーデンが古文生存の鍵となる。ああ、力になれるのは嬉しいけど、なんだかすごく心配にもなってきた。ひょっとして、その疫病があなたが数世紀前に予言した古文終焉のきっかけになるとか？違うと思う。あなたのガーデンが古文生存の鍵になるわけだから。生存と終焉は違う。確かに。なら、疫病の被害を少なくできるように頑張らなくっちゃ。教えてくれてありがとう。無理しすぎないようにね。気負わなくても、あなたなら大丈夫だから。他のことについても知りたい？今日はもう十分。こうしてると、あなたの助言なしに、どうやって2世紀もの間過ごせたんだろうって思うわ。それは、ジャスミンが超優秀な魔女だからだよ。私のデッキは単に、あなたが今後どれだけすごいことをするかを予言してるに過ぎない。予言しようがしまいが、それは全部あなたの力だよ。もう、フォルテーナ。あなたって本当にいい子ね。会えなくて、本当に寂しかった。私も。そろそろガーデンに戻らないと。でも、会えなかった時間の埋め合わせは絶対にするからね。それじゃあまた。来てくれてありがとう。やっぱそうだな。やっぱフォルトゥーナさんに依存してるっていうか、何か自分を導いてほしいタイプですよね、ジャスミンさんおそらく。そうでしょうね。いいか悪いかじゃないので、どれについて信用して、どれについて意見を求めてるかによると思うんですよ。自分で決めなきゃならないことまで尋ねないといけないって言ってるんだったらダメなんですけど、助言をもらうとか、主体性があくまで自分にあるのであれば全然いいんですけど、長であるエイダーナに従わないといけない。カードでバッチリ予言してくれるフォルトゥーナさんのことに従えばいいことがあるって思ってるってなると、やっぱちょっと危ういけど、でも見てる限り、ただ見てる限り自主性がないわけじゃないはずなので、どこがそれを邪魔してるんだろうなって思いますね。なんとも感動的な再会だったな。お前があれほど友情を重んじる娘だとは思わなかった。彼女たちは特別。私みたいな変わり者を受け入れるくらい、できた魔女たちだから。それは過小評価というものだ。お前ほど興味深い娘はそうそういない。私がお前に惹かれるのと同じように、あの娘たちもお前に惹かれているはずだ。スタンド使いかなおだてないでよ。私はそんなカリスマに富んだ女なんかじゃないし。カリスマがあるとは言っていない。それよりもっと根源的な、人が火に見入られるような感覚に近い。なんとなくわかるけど言語化が難しいな。今日はなんだか詩的なのね。ところでお前はジャスミンとダリアのどちらをより好んでいるのだ？子供みたいな質問。ねえ、待って。エブラマールート行きましたフォルトゥーナさんに対するラブが強すぎるしなんか。いや、まあ、ただ、契約主なので、確かにフォルトゥーナさんがね。なので、っていうのはわかるけど、でもどっちか選びたくないでしょ？選びたくないですね。どっちも大事だから。どっちも素晴らしい人だったし、ね。なんなんだその子供みたいな質問はとしか言いようがない。それはそう、本当に。普通に、まあ子供みたいな質問で返してみますか。そうですね。
なんなのその子供みたいな質問は。答えてくれ。お前を怒らせようと思って聞いているわけではない。お前を教える者としてお前の内面を知るのは重要なことなのだ。それがお前の占いの力を高めることにもつながる。もっともらしいこと言ってるけど、単にあなたがゴシップ好きなだけでしょ。はっ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 は。なんならもう一つ追加を選択肢をしてやろう。さあ答えてくれ。一番好きなのは誰か。ジャスミンかダリアか。それとも私か。待って、エイブラマールートあるじゃないですか。何これ面白。エイブラマーって答えてほしいんかい。いや、これはね、そうね、これはエイブラマース、これ下のどっちかですね。そうですいやね。だからそんな質問には答えねえってあれか、あなたですよ、エイブラマーって言ってほしいのか、それとも質問には答えないのか。いや、これは、あれですね、ここの、はい。ここのフォルトゥーナで行くか、子供みたいなザレ言に付き合ってあげて、あなたよ、エイブラマーって言ってあげるか。なのかな。なんか、まあ、来やすいのはそうだな、やっぱ、エイブラマーだよっていうのが多分、来やすいですよね。来やすいけど、はい。そう、真実かどうかはともかくとして。イエーイっていう。いやね、面白いですね。まさかのエイブラマールートですよ。みんな待ってたね。これみんな待ってたよ。はい。じゃあ行きますか。どうしますエイブラマールートに。エイブラマールート。やっぱこの人が何考えてるかとか、裏切られた経験があって恐れてるので、なんかちょっと、もうちょっとこの人に絡まってる糸ほどかないと、本当に危険なままなんじゃないかなと思うので、ちょっと、かむか、なので、まあ、あなただよって言って、どういう反応を示すかっていうところかな。真実かどうかはともかくとしてあなたよと言われたいということなのか。まあ、支配欲というか、まあ、恋愛とか関係なくやっぱあるじゃないですか。やっぱ、自分を優先、そうそう。やっぱ主従関係なので、お互いにお互いが唯一なんですよ。で、特にエイブラマーさんなんでしたっけ、5470年ぐらいなんかこう、生きているそうそう。で、閉じ込められてたので、人との関わりに飢えてるので、やっぱちょっと、あなただよって、嘘でもちょっと言われて、ちょっと気分良くなりたいというか、なんだろうな、でも、そうだな、面白いな。コズミックホイールエイブラマーフットでいきますか。エイブラマーフットでいきますか。はい。あなたよ、エイブラマー。本当か？なぜ私のことが一番好きだと質問を追加してきた。自分を受け入れたがってるものが可愛いから、私と一連卓章の存在だから、自分をさらけ出せる唯一の存在だから、あなたの肉体がセクシーだから。まあ、どれでも面白いんですけど、一連卓章の存在って大事にしてるって言ってるけど、その実、一連卓章じゃないならお前のことどうでもいいっていうのと一緒じゃないですか。そうですね。なので、エイブラマーさん的には、だから自分を受け入れてもらいたがってるところが可愛いっていうのが多分、言われたらでも怒るんだろうなと思うんですけど、でも私的には多分一番上だろうって思いますね。そうですね。はい。どうなんだろうな。めんどくさいエイブラマー。ね、後方腕組みエイブラマー顔って感じですね。自分を受け入れてもらいたがってるところが可愛いから。はははははは。言うではないか、小娘。偉そうにしないでよ。選んであげたんだから。やっぱそうですよね。分かってはいたが、お前は本当に一筋縄ではいかない娘だな。質問に答えてくれたことに感謝する。そこは感謝するんだ。楽しそうだな。まあでも、別に意味もなく聞いていることではない。くだらないと感じるかもしれんが、これも私なりの指導法の一環でな。私を流刑の身から救ってくれるんであれば、いくらでもお付き合いするわよ。さて、この後はどうする？
グレーテとかいう建築家の使いが来るまでは、新しいカードでも作ってるかな。いいだろう。ではデッキの構築といくか。やっぱそうね。カードあればあるほどいいですからね。はい。まさかのエブラマルート面白いな。これであれですか、窓一応クリックはできるんですね。クリックはなんできか喋れるんですかね。どうなんだろう。でもとりあえずで、話進んじゃうかな。あ、でも何もない。見れるだけか。見れるだけですね。エブラマーさんに能動的に話しかけることはできないっぽいですね。はい。個人的にプレイしている際に一番下の選択肢をあえて選んだのですが、露骨に困惑していたので楽しかった。突然セクシーって言われて、ちょっと待って、尺度わかんないって、やっぱ、違う感覚とか価値観の、それなので、なんでしょうね。で、しかも、フォルトゥーノさんは元地球人っぽいので、やっぱその点から言うと、だからお前の言ってることよくわかんないよっていう、価値観の違い、相違が出るんですかね。感じるな。ていうか、風のエレメントが得づらくないですか？なんでこんなにないの？結局3個しか得られなかったんで、ちょっと微妙ですね。欲しいんだけどな、風のエレメントもっとないと、ちょっと、あれですね。いまいちな感じが、でもこれ作っとかなきゃいけないのか。ジェームス・カルベルト。でも、ジェームス・カルベルト作りたいけど、でもそっか、今バーテンがもう使っちゃってないから、ジェームス・カルベルトぐらいしか作るもんないのか。はい。そうですね。カードを組み替えられるんだったら、ね、呪われたコーヒートークを、マスターを、マスターでバリスタさんをぶち込みますけど。面白いですよね。まさか呪われたコーヒートークをね、これで再現できるっていう。でも、これを作っておかないといけないのか、どうなんだろうな。別にあってもなくても、何が足りないかっていうところなんだよな。あっていいと思います。じゃあ入れましょう。ただこれに何を組み合わせるかですよね。今火水土風みたいな感じでバランスが非常に今悪いのでエネルギーの火系が火か水の中心とした何かをぶち込みたいんですけど、そうですね。火が7もあるので、異端者を燃やす人でもグレーテさんだと、ちょっときつい感じのカードになっちゃうのか。もうちょっと悩めましょうか。呪われしコーヒートークの人。いつか。でもバーダンサーは悪くないかな、選択肢としては。風を得られそう、水だけど。これはエネルギー不足。バーダンサーは何をくれるんだろう。ただエネルギー不足なので、星の恋人か、これなんだ、黄金の吹き手今まで選べなかったな。魔法の込められた容器を作る小さな神であり、食香。アンフォラから注がれる水は死んだ土から果実を生み出す。黄金の壺から注がれるワインは人に愛を見出させる。黄金のポットから注がれる茶は魔女を刺激し、新しい呪文を書かせる。これで相性良さそうじゃないですなんか。今何選んだんでしたっけ？スカルジェム、あれか。一回返したけど、これ。ジェームス・カルベルト。そうですね。で、次元を超えた存在との交流。交流ってなると、で、13の部屋。で、進みますか。で、アルカナが、だからなんか異次元の存在か、異次元の存在。知識の種だったらそうですね。異次元存在として召喚できるってことなのか？月の影に潜むとかなので、でも風が飛ぶ。火が有り余ってるから多分火使わないってやばいのかな？どうなんだろうな。
かんないな。バードダンサーはありかなとは思ったんですけど、何か別のものと交流している、だから星の恋人か、ああ、星の恋人なら確かに火も消費できるし、はい。いい選択かもしれないですね。まあ宇宙の蛇と女神なので、まあ異種族、異種族なのか、まあ、他なんかありましたっけ？もうなんかいろいろあるから追いつかないですね。でさっきあれでしょ、ガンダム、連邦軍の性能のやつですよね。ガンダムは選べないです。ちょっとエネルギー不足ですね。ガンダムが選べないか。13の部屋だから、まあその13を試練だと思うのであれば、まあでもこれもありっちゃあり。なんか13のなんか巡礼みたいなやつなかったですけど、13でしたっけそれ。13の巡礼？なんかキリスト教か何教かわかんないですけど、なんか巡礼の数的なやつなかったかな。13はまあキリスト教だとまあ裏切りのユダが13番目の使徒だから。そうですね。13はそうなんですよね。なんかもうすでに交流しているものを選ぶか、そのスカルジェムで交流する何かを選ぶかですよね。だから自分が交流しに行く相手を選ぶか、もうすでに交流している人を選ぶか。どうなんだろうな。烏丸さん的にはどれ行きたいです？まあ確かに別次元の神話と次元を超えてたからこれでいいのかなという気もしました。知識の種。なるほどな。そうだから後々のことも考えて少しデッキ作らないといけないと思うんですよね。だからあまりまあ硬い考えすぎなくてもいいけど、費用をちょっともうちょっと消費したいなという気持ちはあるんですけど、そうなると星の恋人しかないのかなっていう。あれですよね。異端者。異端者。そうですね。あれ確か非4でしたよね。非4です。いやでも、どれがいいんだろう。でもあんな13の超えた先で燃やされるとかあまりにもひどすぎますよね。そうですね。いや、まあどこで燃やされてもひどいですよ。どこでもダメなんですけど。だけどやっぱり魔女はやっぱ伝承、やっぱね、こう人が信じるっていうことってすごく大きくて、だからまあ日本も割とやばいやつを立てまつって神として治めましたみたいなのが多いじゃないですか。それこそ私のところで言うと太宰府天満宮の道真公とかも立てまつって沈めてるので、まあそんな感じだけど、だからな、どうなんだろうな。まあここはベターに知識の種で言っときますか。で最後に小惑星か。小惑星なら火で作れる。いいですね。小惑星いいな。平の正門。そうですね。世界、すげえ宇宙空間的な。日本三大たたりですね。いやでも聞いてたらそりゃたたるだろみたいな扱い受けてる方多いですからね。あれなんですけど。そんな扱いされたらそりゃねみたいな。背景どこ選ぶかも悩ましいですね。悩ましいですね。でもここだと遠近法を使えますね。なんか遠くのちっちゃいところになんかちっちゃくしたものを置いたりとかできるので。なるほどな。この13の試練、12だったか、ヘラクレスが確かあれかいくつか持たされてたかな、試練を。それが12星座の蟹座とか獅子座とかは確かヘラクレスのそのヘラに課せられたなんか試練の中にあるんですけど、人食いライオンを倒すっていうのと、でそのライオンがの友達としてカニが叶わないと分かっていても立ちふさがって、僕の友達をやっつけようだなんてって言って立ちふさがったカニをヘラクレスが簡単に踏みしゃいだっていう。
ただその友達を守るために及ばないと分かっていても立ち向かったその姿がゼウスが感動して星座にしたっつうのが蟹座なんですよ。今ちょうどカニの手があるので話しちゃったんですけど、蟹座ってね、タロットに例えると何だと思います？なんかあるんですか？タロットって実は12星座足す惑星がダイアルカナに割り振られてるんですよ。はいはいはい。蟹座がさてどのタロットに当てはめられてるでしょうか？カニってなんか、いやでもタロット確かにスタンドで全部一応知っているはずなんだけど、そうですね、ダイアルカナありますよね。カニ。なんだっけ、なんだ、地下になんか潜って攻撃してくるやついたんだよな。あいつなんだったっけ？なんかひょうきんな感じになってしまったな。なんか太陽圏してるみたいですね。そうですね。カニ座何なんでしょう？ちょっと思い出せない。ちょっと思いつかないです。そうですね。ごめんなさい。いや、そんな謝ることじゃないですよ。普通っていうか、まあ、興味がないとわかんないですよね。そのアルカナ自体は知ってても、はい。それが占星術で何に対応してるかっていうのはまたちょっと踏み込んだ内容なので。で、コメントで出てる正義が、天秤座です。で、はい、蟹座は実はですね、戦車なんですよ。そうなんですか？そうなんです。フォーチュン？いや、それはですね、違う、そうだ。戦車だったらシルバーチャリオッツですよね。そうです、チャリオットです。そうなんだ。ポルナレフじゃん。カニだったのか、ポルナレフ。今起こったことをありのまま話すぜってやつですか？ポルナレフさん。そうです。そう。で、なんでカニが私もびっくりしたんですよ。でもカニ座って西洋占星術で月に対応、月が守護星、支配星なんですね。で、月が示すものって、まあ、母星っていう、とか女性星とかっていう嫌な言葉に続き、まあ、それはとにかくとして、月って自分の内面、柔らかいところなんですよ。自分の子供の頃だとか、そういう自分の中身、触れられ太陽が外側なんですよね。で、内側が月なんですけど、でそれでだからこう、何かを保護するというか、保護し守り育てる的なのが蟹座、カニなんですけど、なんでそれが戦車なのって思ったんですけど、大事なものを守るために苛烈にならなければならない時があると。自分の身内に危機が迫った時に、立ち向かもうとんでもない攻撃というか嵐を見せる。だから戦車なんだそうです。と思ってびっくりしました。その守る、なるほどなって。だからまあ母性って言いましたけど、まあ自分の子供ってまあ大体弱い存在なので、それを守るために苛烈になる。で、戦車ってものすごい勢いのあるカードなんですね。正1で出ると、ガンガン行くぜって言って順調にゴリゴリ進んでるすごい速いカードなんですけど、逆位置になるとじゃあ遅くなるのかじゃなくて手綱を握れなくなるんですよ。馬で進んでるんですね、チャリオットって2頭の馬で。その手綱を失って暴れ馬に好き勝手行かれるっていう、だから空回りになるんですよ、逆位置で。なるほど。面白いですよね。まあだから蟹座のそういう身内を守るっていうところはおそらく友人を守るために、ヘラクレスに立ち向かって立ちふさがったその神話の流れも組んでるのかなとは思うんですけど、面白いですよね。こういうふうに本当占いはこうやってこじつけていくものなんですけど、でまたいい感じにできましたね。いい感じにできましたね。ネクロノミコン。カニ魔人ですよ。ジェームス・カレベルトの力はアルカナを祝福する。知識の種は時に力の孤児を引き出す。怒りに絡めたベヒモヒは理解を妨げる。小惑星は差し迫る悲劇を予兆する。決意、正当性、裁き、未知、主語、エゴ、破壊、逆境。
欺きですかね、3番目。欺きですね。欺き。なんで欺くの？でもベヒモスだからなの。でも知恵がある人間は欺きますよね。これも欺きがあるのか。は欺きが入りやすいのかな。まあ、そりゃそうかって感じではあるんですけど、どうなんだろうな。で、まあ破壊、まあ、多分小学生のせいですね、破壊。そうですね。で、守護者はあれか、知識の守護者ってことなのかな、じゃあこの選んだアルカナが。おそらく最初の、だからグレーテさんの関係そうなってんのかな。で、まあ、スカルベルとアルカナを祝福するなので、だからこの知識の種っていうアルカナの力がすごく強くなってるっていう状態で、だから本当にその星が二重になってますけど、ごめんなさい、すいません、遊んじゃったんですけど。いや、でも分かりやすくていいですね。星、だって、ちょっとそのマーク、ね、全然違うけど、最近ちょっと白い旗で、六芒星を見てるので、あれが最低なので、まあ、ちゃんと、五芒星ですっていうところをね、示しておかないといけない。そうですね。はい。まあ、なので、はい。危険ですね。まあ、もう一枚作ります。なんか火特化で作っときますか？火使いましたっけ？なんか。なくていいんじゃないですか。いや、今火まだ余ってるけど、すいません。すいません。話が進んじゃったな。火余ってますけど、多分火のデッキばっかりになっちゃうと思うんで、戦争のカードやっぱ出まくってるんで、あれ結構強い気がするんですよね。なんか、それ以上やっぱ火を作ると微妙にまずいのかなっていう気がして、今の段階だと。はい。そうか。まだ窓に使いの姿はないな。では何をするか。何もせず待ってるんでもいいけどね。つまらん。何かやることないのか。暇な時お前はどうやって時間を潰す？そういったことに関してお前は専門家だろう。普段だったらベッドに横になって自分の逆境を憐れむだけかな。気が向いたら勉強したり、インタラクティブフィクションを楽しむこともある。積んでる作品がたくさんあるから、それを崩すことで旅系期間中も正気が保ってったみたいなところはあるかな。創作された物語か。私の好む類ではないな。この宇宙ではすでに物語が満ちている。だが望むなら読書でもしているがいい。私は星でも眺めることにする。わかった。ベッドがあるんだ。なるほど。ようになりましたね。どうなんだろうな。星を見つける。インタラクティブフィクションってそうですね。ゲームのことなんですかね。よくわかんないですけど、なんか珍しく話が進まなかったですね。今までだとカード作れって言ったらカード作ったらすぐに話が進んでいたりするのに。まあ、そっか、暇ならあれですよね。エイブラマーさん、ずっとあなた逃げてるけど、そろそろ火の時に言ってた占いをさせてほしいんですけど。嫌なんですか？嫌なんじゃないですかね。ちなみにさっきごめんなさい、突っ込めなかったんですけど、ちょっと話を戻したいんですけど、はい。シルバーチャリオッツがカニだっていう話あったじゃないですか。はい。あれ、ジョジョ3部読んだことあります？いや、ないんですよ。そうなんだ。微妙にネタバレしないように。歌教員さんが苦しいことだけ知ってるんですよ。歌教員さんだけが本物を見てて、他の人たちにそれを言っても信じてもらえないっていうシーンだけなぜか見たことがあって。ポルナレフってああいう感じのキャラで、確かにそのなんか正位置逆位置のいつものシルバーチャリオッツみたいなキャラなんですけど、間抜けになったりする時もあるんですけど、でも動機がそもそも妹さんを殺されたことの復讐なんですよね。基本その身内のために戦ってて、その目標を失ってからもジョジョと一緒に戦うんですけど、確かにカニなんだなっていう気がしましたそうですね。自分が妹ってなると年下の存在で、なので自分が守るべきもの
のために苛烈になるっていうのが蟹座なので、実は活動級、不動級、柔軟級、多分前回もお話ししたかな。何かを始める力がとかの勢いに満ちているのが活動級。で、その活動級が始めたものをフィックスさせる、持続させるのが不動級。で、それで、柔軟に対応させるというか、そうですね、円滑にするのが、柔軟級。で、12星座順番に活動不動柔軟、活動不動柔軟って並んでるんですけど、蟹座は4番目なので活動級なんですよ。なので、あいつは、守りに見えるけど、実はあいつめちゃめちゃ活動的で、だから、何やってんだうちのこれって言って、にゃーっつって攻撃してくるっていうのは、そうだな。で、しかもシルバーチャリオットなんですね。そうです。月なので、イメージカラーというか持ってるカラーがシルバーなんですよ、確か。だから、はーと思って。太陽がゴールドで、月がシルバーなので、へえと思ってした。面白いな。何しますさて何多分眠るしたら次に行っちゃうのかな。そうですね。だから勉強するかインタラクティブフィクションを読むにするのかな。インタラクティブフィクションって何なんだろう、ゲームのことなんですかね。ね。勉強、まあ多分どっちをしても多分何かしらその創作物とかからポイント得られるのかな。可能性はあるな。ちょっとやってみますか。棚にあるインタラクティブフィクションをどれか読んでみようか。秘密の肉、ジョルリ・デ・パコチョ。寺の場の島々に暮らす肉屋の間で語り継がれる伝説がある。それは真紅の毛をまとった牛の内部に隠された特殊な肉にまつわる話だ。真紅の毛を持つ牛というだけでも珍しいが、この肉を持つ牛となるとさらに希少であり、その部分を無傷で取り出すには非常に高度な技術が必要となる。伝説によると、この肉を食べた者は絶対的な健康と幸運に恵まれるという。あなたは肉屋として70年間生きてきたが、それでも真紅の牛に出会ったことはなかった。今日までは。農家の友人が明け方前にそれを連れてきたのだ。まだ生まれて数週間しか経っていない。とても幼い子牛だった。その友人は真紅の牛を不吉な前兆と信じていたため、自分では扱いたくないということらしい。彼が伝説について知っていたかはわからず、彼が過去に実際に真紅の牛と関わってひどい経験をしたのかも定かでなかった。いずれにせよ、その牛はあなたのもとにやってきた。その毛は焚き火のように明るく、薄暗いあなたの作業場でもよく確認できるほどだった。これ選択なんだ。肉食やめようか。昔流行りましたよね、ゲームブックって。はい。そういった感じなんだろうか。そうですね。この選択肢自体が、インタラクティブフィクションの中に入ってるってことは、ゲームブックみたいなものっていうことか。可能性的には、ゲームブックっておそらく日本の造語ですよね、多分。確かにもしかするとインタラクティブブックなの。確かにこのシスターコズミックオイルシスターフット自体がなんかこういう感じの選択肢でね、進んでいくゲームブックっぽいですよね。はい。そうなんですよね。すごいな。なんか、そうですね。おやすみなさいませ。で、曜日国伝説、そう、人魚と似てますよね。人魚の肉を食べたら不老不死になれるみたいなのと。やっぱなんか、でもやっぱ何かの命を犠牲にしていける。今現状我々ほぼほぼ誰かの何かの命を犠牲にして生きてるけど、やっぱ将来的にはなくしていきたいそうですね。ところではある。ここは貴重な存在だからということで牛を殺さない選択肢を選んでいきますか。ちなみにですけれども、今突っ込んでおきたかったんですね。突っ込んじゃうんですけど、こういう感じの、
まあ、原作と違ったとしても、インタラクティブフィクションなんで、いろいろな選択肢で、表情が変わっていくとか、そういうことはとてもいいことだと思うんですけど、スーファミ版のジョジョに関しては、本屋でディオと戦ったりとか、なんか本屋に敵のスタンドが潜んでいたりとか、ちょっと意味がわかる、無駄っていう発音が、うやみたいになってたりとか、あれはジョジョとはちょっと似て非なるものなんで、そこは、決して間違えないようによろしくお願いします。はい。すいません、脱線しました。あなたをジョジョ既存罪で訴えます。裁判所に来てもらいます。覚悟の準備をしておいてください。いいですねってことですか？つまり、はい、スーファミファンは。はい、そうです。ああ、なるほどね。なるほどね。よくありますよね。伝説なので。そう。いや、ファンゲームとして成り立ってないっていう。あるよな。あるよな。ああ、そっか。いや、でも貴重だから殺さないじゃなくて、普通に殺さないっていう選択をこれから取っていきたいですね。ただ一気に今パタッとやめると、それでそれをお仕事にしてる方々が生活できなくなるので、徐々に移行しつつっていうところにしていけたらいいんじゃないかなとは思ってるんですけどね。なかなかやっぱ一気に、一瞬で変わることはできないから、やっぱちょっとずつ変わっていかないと、地球にそろそろ人間軍は俺を殺そうとしてくるから人間軍消そうって思われてると思うので、ちょっとやっぱ地球さんにごますっておきたいなっていうのはありますね。はい。よーし。あなたにとってこの牛は肉にするにはもったいないほど個性的だった。あなたは牛を生かし自分の相棒として育てることにした。彼女はメスで、あなたは彼女をラプソディと名付けた。愛花だっけ？ラプソディ。どうだった？何でしたっけ？ボヘミアン・ラプソディだからな、教師曲じゃないですか？かな？うん。彼女は食材としてではなく、相棒としてあなたに健康と幸せをもたらした。彼女は優しく、愛らしく、我慢強かった。彼女はあなたの話に常に耳を傾け、相槌が欲しい習慣にもーっと泣いた。4年が経過した。ラプソディは大きく、そして柔らかく育った。あなたは彼女の4歳の誕生日を祝うために、彼女が好きなクソをバケツ1杯用意した。あなたがハッピーバースデーの歌を歌っていると、高級そうな黒い車がゆっくりと敷地内に入ってきた。追い出せ！追い出せ！追い出せ！運転手が降りてドアを開けると、高級そうな赤い毛皮のコートに身を包んだ老婦人が車から出てきた。追い出せ！追い出せ！毛皮を身につけるのやめてください。そうですね。もう今すでにある分は大事に使っていくっていう、捨てるっていうとまた無駄な、捨てるってなるとまた話が変わるので、今残ってる分のは大事に使っていってほしいけど、やっぱちょっと新規に作るのをね、やめてください。やめたいですよね。はい。特に私、お着物が好きで、やっぱ着物となるとね、証券、絹じゃないとっていう感じの業界なんですけど、だから今ある絹製品は大事にしておくとして、やっぱちょっと新規で、やっぱ蚕からの恵み物なので、やっぱね、せっかく、だからやっぱその点、だから証券の着物を着るときはやっぱそういうところに胸をずっきりと痛ませながら着ないとなっては思ったりしてます。老婦人は海を浮かべながらあなたの歌に加わった。ごきげんよう、肉屋さん。歌が終わると彼女はそう言った。そしてラプソディは誕生日のごちそうに飛びついた。とても健康そうで何よりだわ。この牛を買わせてちょうだい。運転手はあなたの目の前でブリーフケースを開いた。彼女から秘密の肉を取り出してくれたら100万ドル払います。それは拒絶するだろ。バカじゃない？いや、でも、相手が、権力者だと、なんかあれですかね、なんか拒否しても無理やり。なんか土地を接収されて、ついでになんか土地の付随物として取られちゃうみたいなことない。逆に言って同意したくはないですよ、もちろん。
なんかやっぱここですよね、価値観の違い。ここをね、やっぱすり合わせる作業を数年かけてでもいいからやっていかないと、今のまんま多分推し進めるのは無理なので、きちんとメリットデメリット示しながらも、感情論も大事にしつつ、SDGs の視点から、なんか続けていくべきですけど、そうできてますか、人類ってとこかな。そうですね。蚕は天皇家、そうですね。お育てになられてますね、そういえばね。はい、でも、あの方々人権がないらしくてかわいそうなので、ね、撤廃して人権を付与というか、返して差し上げた方がいいと思います。はい。ね。天皇制御とやめましょう。はい。はい。あなたは拒絶した。ラプソディはあなたにとってとても大切な存在だったからだ。老婦人は鼻をヒクヒクとさせた。伝説の肉を私に食べさせてくれるのなら、500万ドルまで値段を上げてもいいわ。お願い。値段を上げるために駆け引きしてるわけじゃないんだよな、こっちは。はい。あなたは再度拒絶した。ラプソディは売り物ではないと。老婦人はあなたの気持ちが揺るがないことを悟り、諦めた。そして優雅に荷を片付けてその場を去り、二度と戻ってくることはなかった。あなたはその後、一度もベッドで眠ることなく、100歳まで生きた。あなたとラプソディは、納屋で穏やかに体を寄せ合いながら、共に死んだ。あなたは彼女に別れの言葉を言い、彼女は相槌が欲しい瞬間にもうと泣いた。おお、水のと土のエレメントが手に入りましたね。多分売ってたら火とかだったんだろうな。そうですね。多分交渉して釣り上げた時に、500万ですると多分風が入りそうだな。なんか、頭を使って駆け引きしたって感じなので、風って知性を指すんですよ。でも、嫌でしょ。そうですね。嫌ですね。感情を取った方が良かった。でも、インタラクティブフィクション他にもあるのかしら。でもどうなんだろうな。どうなんでしょう。もう一回読んだらまたあれになってラプソディの話になるのかな。でもどうせ選択肢全部変わんないもんな。とりあえず勉強してみますか。そうですね。とりあえず。何ユーエニア著4元素についてからの抜粋。魔法は4つの元素に分けられるというのは、いささか単純化しすぎではと、経験の浅い魔女などは思うかもしれません。しかしながら、私たちの宇宙は単純な塊によって構築されています。この現実を理解するためにどのような分類法を駆使しようと、結果的にそれは4つの元素の中に収まるのです。天体抽象的なものをすべて排除し、物質だけにフォーカスしたとしても、現実はやはり4つの元素に分類することができます。すなわちそれはガス、液体、固形物、エネルギーです。より哲学的な言い方をするならば、どんなものであれ、それがどこで、いつ、なぜ、どのように存在しているかによって解析することができます。例えば石のような最もありふれたものでも、この法則によって解析することができるわけです。その空気は、それが環境にどう影響し、周囲からどのように認知され、どれだけ長くそこに存在しているかをあなたに教えてくれます。その水は、それが含む私的可能性について伝えます。なぜこの場所にこの石が存在し、他の石ではなかったのか。また、今の形になる前はどのような形をしていたのかと。その土は、その石が何でできているか、それが壁の一部としてどれだけ適しているか、それを削ってどのようなものが作り出せるかなどを伝えます。その火は、それがもたらす損害の可能性や、それがどれだけ簡単に壊れるか、また、
それがどれだけ求められる存在かを伝えます。これを聞いてもわかるように、4つの元素は無限の思考と分析の扉を開くものなのです。へえ。まあやっぱり4元素が全てなんですね、この世界だと。なんかね、分かったような分からないような。はい。そう。ただね、分類って、はい。便利なんですけど、はっきり、0、100で分けると、うん。グラデーションを否定することになるので。ああ、そうですね。まあ何でもかんでも、全てを分ければいいというものではない。分類は便利ですけれども、まあ全てをね、分類すればいいというものではないし、物事は全部グラデーションだし、100で、0、100で決まることの方が珍しいので、まあそれはね、政治でも社会でも何でもそうなので、そこは慎重に考えなきゃいけないというところではありますよね。まあ、ただ、そうね。なので、まあそれが、しかも捉え方によって自分はこれを土だと思っても、相手はそれを火だと言うかもしれない。っていうところもあるので、あくまでグラデーションの可能性をしっかり残した上でだったら、まあ考えられるかというところですけどね。インタラクティブフィクション。あ、別のの選べた。違う。くすぐり。エマリオス。空となった木に横たわり、私は眠る。それは前後に揺れながら、果てしなく、無慈悲な海を漂っている。おお、挿絵がある。運命に翻弄されながら、すごいですね。なんかこれももうこれ自体がタロットの絵柄としてありそうですね。ないけど。運命に翻弄されながら、私たちはある目的地を目指した。そのために、私たちは嵐を生き延び、リヴァイアさんを回避し、衰えも飢えも渇きも無視した。リヴァイアさんは FF の召喚獣ですね。4ではなんか大事な役割を負ってたりしてますけど。はい。まあ。インスピレーション、はい。他のまあフィクションっていうかね、いっぱい出てきますけどね、リヴァイアさん。まあ SF だとまあ召喚獣のイメージ強いですけどね。そうなんですよ。それしか知らないので。他のゲームだとまあ結構敵ボスだったりとか、まあいろんな役名で出てきますよね。もうあまりにもリヴァイアさんイコール海の神、竜みたいな。それこそだから何でしたっけ、3枚目に作ったカードの竜、もうあれがリヴァイアさんイメージ。まあ近いですよね。よく海流とか私がどれだけ、ですよね。やっぱ、私がどれだけ FF に、FF の思考回路をしているかというところなんですけど。はい。そうなんだよな。インスピレーションが私たちの魂を燃やし、私たちを生かした欲望によって、欲望のために。しかし、目的達成によって得られる幸福感は長くは続かない。私は今、再び目覚めることを願いながら、怠惰に身を委ねている。大丈夫か。死者が戻ってきたように思う。あるいは、これは私の錯覚だろうか。何もせず、ほとんど何も感じず、死ぬほど単調な私の毎日に、この小さな友は不協和音をもたらしてくれる。一度くすぐられたことすらある。最後に自分の四肢を動かせた時から、激しい疲労を感じ始めた時から、もう何年も経っている。私はただ太陽の下で横たわり、眩しさの和らぐ星空を待つことしかできない。でもどういうわけか、近くに他の生き物がいる場合はそれに気づいて目を覚ます。この小さな鳥は、私の内部に明かりを灯してくれるのだ。私はこの友人に、希望の使者という称を与えた。陸の上で、より静かな場所で、ゆっくり休めることへの期待をもたらす存在として。湿気を含む谷が、私に錯覚をさせる。自分は衰えた船乗りであると。しかし、私の過去の記憶はどんどん薄れていっている。まだ耳が聞こえるだけ幸福だ。海は流れに物事を委ねることを教えてくれる。
波は上下するけれど、一つ一つの波はやがてどこかの時点で乾いた陸に口づけすることになる。そして私の船もそれを行った。波の新たな囁きがそれを告げる。嵐時はついに音を立て、砂浜に打ち上げた。口づけというのは、私には情熱的すぎる言い回しだったかもしれない。私は誰かに口づけをしたことがあっただろうか。私は優しい口づけが好きだ。何を言っているのだろう。かつての自分が依然として古い記憶を呼び覚まそうとしている。私は漂流の身だが、少なくとも沈没を免れたことは幸いだ。鈍くなった私の四肢は痛みを遠ざけている。それでも、くすぐりに関しては知覚できるのだ。触られるというのはいいものだ。わずかでも他の存在を感じることができる。小さな爪が優しく私の全身をかすめるあの感覚によって。この美しい贈り物への返答として、その羽に触れることができたら、私の友が依然として私の手の届く場所に行ってくれたら、小鳥よ、どうか教えてくれ。私は耐えるべきなのか、それとも諦めるべきなのか。私は。なんかこれ、さよなき鳥って、グリムドア、アンゼルセンドア、はい。なんかのドアであるじゃないですか。はいはいはい。あれをなんとなく想起させるような。はい。宝石のオルゴールのさよなき鳥は出てこないけど、だからそのさよなき鳥と皇帝の絆のような感じがちょっとする。なあ。で、これは呪われてるんですか？祝福されてるんですか？いや、まあ、友人がいるんですから、まあ、祝福されてるという感じでいいんじゃないでしょうかね。ダメなのかな。そうですね。はい、いや、私は祝福だと思うんですよ。なるほど。ただ、いやでもな、西洋で黒いカラスが不吉なので、もし、だからその死神としての姿で来てるのであれば、ついばみ、鷹とか、ワシとかのその、ついばみに来てて、実はその、触れてるんじゃなくて食べようとしてたんだったらどうなんだろうって。色がないので、そう。色がないからいろんな考え方ができるんですけど、やっぱ勝手に思い描いたのは黄色い小鳥を思い浮かべまして。カナリアみたいな。でもカナリアだったら美しい歌声の方が残りそうなもんですけど、なんかやっぱ感覚だけが残ってるみたいな感じなので、はい、孤独以上のね、呪いはないと思うので、祝福じゃないかな。私にはまだ求めるものがたくさんある。私を縛る組織とまつげを手放しさえすれば、剣を手放しさえすれば、私は生きる実感を得られるのだ。この骨から、自らを引き剥がせば。小鳥を見てくれ。私は重力の法則に逆らって。こらやめな。バカな鳥め。死体などついばまなくとも、海にはたくさんの魚がいるだろうに。ああ、なんということか。女性が話している。まったくひどいありさまだね。彼女は私に気づいていないようだ。私から話しかけるべきだろうか。そうするのが礼儀というものだろう。すみません。私の口から出た声は、私に残された他のあらゆるものと同じように壊れていた。感覚がやられてしまって、ちゃんと話すことができなくて。挨拶も正しく、できなくて。でも、なぜ私はこのような気味の悪い話し方しかできないのだ？気味が悪いかどうかは、関係ないので、喫音とか、言葉に、私もだいぶ噛み倒してるので、もうそこあると思う。話し方もね、イントネーションとかがいろいろあったりするので、気味が悪い。自分の声に対して言うだけならって思うけど、それが結局他の方にも波及するっていうところは考えた方が
いいのかな。なんかその点のやっぱ定義を最近すごくフィクションだとしても感じるようになりましたね。そしてまたなんか、あれだな、続きが。ああ、亡霊が喋った。なんということだ。私は女性を恐怖に陥れてしまった。あ、ごめんなさい。驚かすつもりはなかった。彼女はあの棒で私を殴るつもりか。お願い、その杖をしまって。あんた、魔女を脅かすなんて家度胸だ。私としたことが、こんな影に不意をつかれるなんてね。亡霊よ、よく聞きな。私のこの老いた心臓には呪いがかかってるんだ。それがこの胸より飛び出れば、動脈があんたに巻きついて、永遠の苦しみを与えることになるよ。彼女は杖を振り続けている。本気で私を殺すつもりのようだ。お願い、やめて。お願いだから。傷つけないで。まずいことになった。この老婆、なぜ私を脅すのだ？私が彼女に何をしたと？危害を使えるつもりはない。本当に。今度はこの老いぼれの代わりにあんたが押される番ってわけか。悪魔払いは久しく行ってないが、やり方は忘れちゃいないよ。若い頃の私は冷酷で、両方の領域において恐れられていたんだ。力があったからじゃなく、欲が強かったからでもなく、望んだわけでもなくね。地上世界も地下世界も魔法を嫌っている。それでも私は、私を好きに生きさせてくれない連中の世話をし、その教育に力を注いだんだ。無知は人をどこまでも傲慢にする。大胆で、残酷でとんでもない愚か者へと変える。私は耐えていたが、まるで地獄に生きるようだった。なんで連中の苦い恐怖によって、私という存在が消されなきゃならないのか。だから私は連中を。これはどうなんだろう。魔女の方のセリフですよね。だから呪ったっていうことなのか。なあ。ただ、魔女は呪うっていうイコールになんか、ひどい目に遭わされたから相手のことをひどい目に遭わせていいかっつったら違う。なんか、それは違いますこのよね。話なんか、また今の世界情勢にはまりすぎてて、また響きませんかこれ。はい。どうしてって。何もしてない。ただ、自分が、亡霊の姿とな、白骨化したところから魂が出てるみたいな描写なのかな。そうですね。だから、それを見た魔女は悪魔だと思ったけれど、危害を加えたわけではない。危害を加えられたわけでもないのに、勝手に決めつけて、払おうとする。誰かの害を、自分の主観で決めるっていう恐怖を感じる。ネタニヤフ君聞いてるか？プーチン君とかも聞いてる？トランプもだけど。なんかすごくしんどいけど、魔女の祝福でなんかなんでしょうね。皮肉にはなるけど、どうなんだろうな。でもこの調子で祝福、こんな目に合わされても私は祝福してやるんだ。あんたらと同じところに落ちないっていう気高さかもしれないし、どうなんだなんか話の流れから言うと呪いのような気がするけど、でも祝福でもいいのかなという気がするし、どちらにしろね、別のストーリーが進んでいくんでしょうから、祝福にしておきますか？そうですね。やっぱ呪いを、悪意の連想を断ち切りましょう。はい。悲劇を断ち切る。お願い。助けて。何が起きてるのかわからない。なぜこんな変な話し方に。待てよ。まさか。あなたは、私を亡霊と呼んだけど、私は本当に。なんてこったい。
そんな、バカな。確かに、死後の世界から来たにしては取り乱しすぎているね。たった今死んだばかりってことか。めったにないことだけど、死んだ際に記憶を失うことで、残虐な暗殺者ですら優しい心の持ち主に変わることがあるんだ。自分がもたらした被害や、相手に与えた苦しみ、後悔するべき過ちもすべて忘れてね。この世界には繊細すぎる亡霊が。ちょっと何泣いてんだい。泣くのは親知って。意地悪して悪かったよ。私も怖くて過剰に反応してしまったのさ。あんたは半透明になっていて、ろくに姿が見えないんだ。人ってのはつい無遠慮に物を言ってしまうもんだし、年を取ると優しさを忘れてしまうものでね。取り乱したネクロマンスほど情けないものってのは、とにかく、みっともない反応をしてしまって悪かったよ。いや、これは私のせい。私もよく見えていない。すべてが混乱していて。怒らせたなら、すまなく思う。誰かを傷つけるつもりは全くなくて。意外に礼儀もわきまえて、気遣いもできるってわけかい。大丈夫。心配しなくていい。とはいえ、この哀れな魂を解放するのは思ったより難しそうだね。あんたみたいな。私みたいなと彼女は言った。ベンチは、私たちがあんたを見るように世界を見る。すべてはぼやけているんだ。だからすぐに混乱してしまうのさ。私は自分の死体の上に浮いているに違いない。私は匂うだろうか。きっとそうだろう。私は海の匂いすら嗅ぎ取れないが。ああ、全く恥ずかしいことだ。死んだ者が感覚をなくすのは普通のことなのですか？死はいつだって私たちの感覚に傷を負わせるものさ。私を見てみな。棺桶に足を突っ込んでるってのに、脳は必死に自分が20代であると信じている。私だって哀れな屍当然さ。臭くて。匂ってて臭くて。修復不能だ。存在のかけらにしがみつこうとしているんだ。何かを終わらせるために。欲望を達成するために。あるいは、未だ愛されるに値する存在であろうとするために。実は、私は自分が何歳かも覚えていない。年齢なんて関係ないよ。安らかな死を迎える方法はたった一つ。自分でそれを選択することだ。私たちにはいつも何かが、夢や約束や修復すべきものがある。魔女であろうと亡霊だろうと、私たちは皆。ふかさん声大丈夫ですか？ちょっと飲みます。はい、はい、大丈夫ですよ。なるほど。でも祝福を選び続けた結果、こういう展開になるのいいですね。呪いだとね、亡霊が払われて物語が終わっていたのかもしれないですけど、祝福っていうことを選んだことで、和解するというですね、ちょっと意外な展開に突入したというところですね。はい。そう、思ってなかったように話が進んだので、すごいと思って。で、なんだろうな、エモさを取るならここで呪われているなんでしょうけど、ただ正しくは全然呪われてないので。そうですね。祝福されているという方向で言ってみましょうか。そうですね。祝福って言われるとキリスト教系な宗教を感じたりはしますけど、それだけじゃもちろんないからですね。
うん。やっぱ、存在自体は祝福されるべきものなのでね。べき。うん。何かそれが悪いことをすれば、もちろん、裁かれますけど、だからといって呪われていいかって言ったらそうじゃない。うんうん。罪は償うべきですけど、うん。呪われて呪われるのはまた違う。かなというところですよね。からな。生者も死者もあらゆる瞬間を慈しむ。小さな喜びのためであろうと、試練を乗り越えるためであろうと。それはすなわち生きるってことさ。私は愚かな老婆だよ。俺を元気づけようとして自分が落ち込んでる。タバコ吸ってもいいかい？やめた方がいいよ。やめた方がいいよ、タバコは。もちろんです。私の体も匂っているかもしれませんし。ずいぶん気が小さいんだね、あんた。そんなくだらないこと心配するんじゃないよ。彼女はとても優しい。それでかっこいい。まるで物語のヒロインのように。私のすぐ横で優雅にタバコをふかしている。なんだか赤面しそうだ。あなたについて少し教えてよ、ボーレさん。あんたの声には奇妙なエコーがかかっていて、私の耳を刺激する甘く感傷的な響きで。まるで自分の悲しみを感じるようだ。なんという言葉だろう。私は今度は本当に赤面した。ありがとう。待てよ。別に褒められたわけじゃないか。私の声はすごく変だと思ったけれど。私は綺麗な声だと思うけどね。たとえ彼女がお世辞で言ったのだとしても、私は心が安らぐ思いがした。こんな風に、誰かに優しくされたのはいつ以来だろう。類似する悲しみ。最後の価値ある記憶。あまり話せることはないんです。私はずっとこうしていましたが、いろんなことを忘れてしまってもいるので。私がここにいるのは、小さな友達のおかげです。でも今では、私は二度と、あの鳥に会えない気がする。私もバカだね。あなた。あの鳥はあんたの体をついばんでいたから追い払ってしまったんだ。悪いことしたね。いいんです。私の肉が健康に良くないと思いますし。私に気を使わせないようにそう言ってるのかい？質問してもいいですか？何でも聞きなよ。あなたは私を退治するために来たのですか？おっと。この仕事の原則として、決して亡霊に同情するなってのがあってね。大丈夫です。私は抵抗できる立場にいませんから。私は沈むことのできない死の海に取り残されています。でも、足を前に踏み出すのも恐ろしい。なんだか不思議じゃないか。私は芸術家に弱いんだよ。私は海の魔女で、あんたみたいな存在に対処するのが仕事なのさ。あんたの心臓を守っている肋骨を抜き出して、塩水でスープを作る必要がある。そして、祝福した柳の杖で、あんたの船を叩く必要がある。そしてあんたを木の下に埋めて、その根があんたの魂を永遠につなぎ止めるようにする必要がある。わかりました。
私のような存在は誰にとっても重荷にしかなりませんから。違う。あんた何にも分かってないね。私も捨てられた身さ。私が愛した連中は、忙しい生活や不死身の気分と引き換えに、火として私を捨てたんだ。私には、少なくとも5年残っている。そして、私には抗う権利がある。私が息をしていたら、彼女がそれを奪い去っていただろう。亡霊は泣くことができなかったらよかったのにと思う。とても恥ずかしい感じがするから。おい、またかい。大げさだね、まったく。泣きたくはなかった。私は、まあ、祝福徹されてますね底的。に、はい。やっぱ、セルフラブですよね。やっぱ自己愛。自己中心的とか、そういう意味でのじゃなくて、はい。自分を愛す、自分の基盤とか軸をしっかり、芯をしっかり持つっていう意味でのうん。自己愛を、なんか今気づいてる感じがしますね。お互いにやりとりで。そうですね。お互いにお互いを祝福し合ってるの、すごいなと思って。うんうん。選択肢といえど。ごめんなさい。私は悲しくて、悲しくしたくない。彼女は私に手を差し伸べた。でも私は今ぼぼやけた線と、薄い点しか見えない。あなたの顔はシルエットしかわからない。もっとはっきりわかったらいいのに。そして私は震えを止められない。わかるよ。利他的な気分でいながら、私も結局は自分のためにやっていた。自分の気持ちを慰めるためにね。心配しなくていいんだよ。生きるとは選択することだから。私は死んでいる。本当に自分で存在することをやめられるの。彼女の手はとても温かかった。あんたは生きているよ。そして私は、あんたを安らかな永劫へと誘うことができる。おー。いや終わった。ーなんか、染みますね、さっきの話もまた。すごい話でしたね、なんか。っていう、なんかゲーム内でまた小説みたいななんか話が展開しましたね。で、うん。シルエット、線画だけだったのって、だから亡霊の見えてる景色があれだったからなんだと思って。すごいな。そうですね。挿絵も素晴らしかったですね。うん。はい。いや、ありがとうございます。すいません。ずっと朗読してもらってありがとうございました。いや、逆に役割分けた方が良かったなと思って、申し訳ないなと思って。唐沢さんの演技、やっぱ、ね、みんな、待ってるから。ちなみに今確認してみたんですけど、リヴァイアさんって、旧約聖書に登場する巨大な海の怪物っていう、ところから、当然いろんなフィクションに出てきてるわけですけど、海における混沌の象徴とされ、陸の怪物ベヒーモスと対をなす存在として、キリスト教では、描かれているっていうことで、今リヴァイアさんの存在がちらっと出ましたけど、だからもしかすると、このゲーム中でベヒーモスと対になる存在としてリヴァイアさんがどっかにいるのかもしれないですね。うん。ただキリスト教がそういう風に海を荒らしているとかって捨てるってことは多分、異教の神をそういう風に化け物にして取り込んで、貶めてるんだろうな。キリスト教本当に歴史自体は良くないと思います。信じてる方とかを否定するわけじゃないんですけど、そうやって異教の
神を、うん邪神にしたり、魔物にしたりっていうのはね、まあ、ギリシャ神話とかもよくやってるからね。あれなんですけど。まあ、うん悪魔とかその神とかその存在自体はね別にキリスト教にそもそも出てくる存在なので必ずしもまあ異教徒とかを象徴しているものではないっていうことなんですけど、ただしばしばそういうね実際のまあキリスト教を迫害した敵であるとかそういったものと結びつけられて考えてきましたよね。ただベヒモスに対してまあそのレビアタンリバイアサンがいるっていうことだから、まあ、そもそも海とかの怪物に対する恐れとしての象徴としてまあ出てきたのかな。で、はい。割とだからまあギリシャ神話ローマ神話にもその何々の擬人化とか何々の神格化っていうのがあるので、おそらくそのだからやっぱ海の恐ろしさ雄大さと海の恵みと、しかしそれの渦とか大波とかのその海がもたらす恐ろしさを、だからイフですよね。かしこまり恐れるっていうイフの象徴としておそらくリヴァイアさんが生まれたってことなのかな。まあ例えられたというか擬人化というか擬流化、まあ擬人を神だとして、まあ擬人化したような存在なのかな、リヴァイアさん。いうとこなんですかね。ね。なのでなんかすごい濃密なあれになってしまいましたが、とりあえず寝ないと話が進まないのかな。寝てみますか。そうですね。インタラクティブフィクションいくつあるか分かんないですからね。すごいですね。なんか10個ぐらいあったらずっとこのまま延々とね、インタラクティブフィクションを読み続けるだけで配信が終わってしまいそうなので、まあ多分まだ読む機会ある。ね、そうですね。まだ多分読む機会たくさんあると思うので、まあ読みながらね、話を進行していきましょう。そうですね。はい、エレメントちょっともらえたからですね。大丈夫でしょう。はあ、ちょっと休もうかな。お、あなたは夢を見た。あなたはデコボコした岩で作られた迷路の中でペットのトカゲを散歩させている。トカゲは時々岩の下に隠れ、非現実的な虫を捕まえて出てくる。12個の目を持つ虹色のカマキリやモアイ像の顔をした黒曜石のカブトムシや水銀が螺旋模様に走っているイモムシなどだ。あなたは迷路の出口で釜を見つけ、そこに虫を入れてスープを作る。どういう話なんこれ。てか水銀アウトじゃない。そうですね。水銀が螺旋模様に走っているイモムシは食べたくないですね。はい。ということで目を覚ましますか。なんかメッセージが2つもある。またしかも雲とフォルトゥーナへ、あなたのことは友人のジャスミンからよく聞いています。そして訪問者の受け入れが許可されたものも良かったですね。いきなりこのように連絡してすみません。でも私は今自分の仕事において少し追い詰められた状況にあり、できればあなたの占いの力をお借りしたいのです。ルイーズ。ジャスミンさんの友人のルイーズさんか。でももう片方がじゃあ。ごめんなさい。いや大丈夫ですよ。もう片方がおそらくダリアさん。ダリアさんですね。そうか、雲でしたもんね。だから福腕なのか。福腕ですね。いや、いいですね。デザインすごいですね。すごい、落とし込みがすごいですね。はい。いらっしゃい。いらっしゃい。こんにちは。あなたの名前はフォルトゥーナよね。ごめんなさい。ごめんなさい。はじめまして。あなたの名前はルイーズでしょ？緊張しなくても大丈夫。ジャスミンの友達ならいつだって歓迎だから。ごめんなさい。本当に。あなたの話はいろいろ聞いてたから、なんていうか、有名人に会ってるような気分になってしまって。そうなの？
どんな話を聞いてたの？いいことばかりです。もちろん。特に、ジャスミンからよく聞いてます。彼女、あなたが大好きで、会えなくてとても寂しがっていたんですよ。私もジャスミンに会えなくてとても寂しかったよ。深呼吸して、あなたについて聞かせてくれない？わかりました。すみません。私の名前はルイーズで、それで、ごめんなさい。頭の中が真っ白で。大丈夫。なら、私からいくつか質問してもいい？はい。助かります。ありがとうございます。それじゃあ。ほう。突然ルイーズさん出てきましたね。いや、すいません。私、ちょっと一回戻ってあっちの手紙読もうと思ってたんですけど、まあ先に読んどいてもよかったのか。どのみち多分二人呼ぶことになるんですもんね。あなたの得意なことはジャスミンとはどうやって知り合ったのか、時間があるときは何をするのが好きか。でもなんでジャスミンさんの友達ってすごい気になりますよね、確かに。どうやって知り合ったんだろう。確かに。聞いてみます？そうですね。ジャスミンとどうやって知り合ったの？特別な網を編むように依頼されたんです。彼女の温室で露を収穫するために。私がこれまでに手掛けた中でも、特に誇りに思う仕事の一つです。この縄でろ過した露は、花を用いたあらゆる種類のポーションの基本材料として、絶大な効力を発揮するのです。私のこの協力により、ジャスミンの作るポーションは非常に高い人気を得ることになりました。ジャスミンのポーションはもう何百年も使ってないな。そんなに良くなったんなら、使うのが楽しみ。それから私たちは、乾燥ハーブの香りを何倍にも高める魔法のティーバッグも一緒に開発したんです。すごいじゃない。そういうことを経て、あなたたちは仲良くなったってわけね。あなたもジャスミンも優れた手作り手だけに、情熱を共有できる相手と出会えて楽しかったでしょうね。まさにその通りです。ジャスミンといるといつも楽しいです。いいね。まだ質問はありますか？それじゃあ。なるほど。なるほど。ジャスミンさんの共同開発者みたいなポジションだったんですね。さっきティーバッグの話とかしてましたもんね。いや、だからこのルイーズさんのその多分雲関係の呪術でみたいなもんでポーションを作ってで、ティーバッグの開発にも虫だからその植物関連の何かしらのね技術があるのかもしれないですよね。詳しくはよくわからんけど。はい、そうですね。雲の糸があるのでそれを紡いでると考えたら。なので網を編むのはもちろんのこと、ティーバッグも魔力を込めた糸を紡いでそれで成形してるとかってなったら確かにちょっとなんか魔法のティーバッグにはなるのかな。じゃあ特技を聞いてみます？そうですね。なんでおどおどしてるんだろう。内気な性格なんですけど。絶対胸張っていいと思うんですけど。内気な性格なんですけどね。めちゃめちゃなんかできる魔法使いじゃない魔女なんですけど多分自信がないのかもしれない。全然なんかそう、はい、全然謙遜する必要ないのになんか不安におられる。あなたの得意なことは？得意なこと。私は正規の編み手なんです。なんだかすごそうね。それってどういうものなの？私は人間のエンテレヒーを抽出することができるんです。エンテレヒーとはすなわち
その人間の行動や欲求の源となる魔力物質です。一人の人間が作り出す量はわずかですが、潜在的に意識を共有するコミュニティを見つけることができれば、服やマントなどを編むだけの力を抽出することも可能です。へえ、なんか想像するのが難しいけど、楽しそうね。そうして編んだ服にはきっと魔力が備わっているんでしょうね。その通りです。コミュニティの性質によって紡げる糸の種類も変わります。例えば、芸術家のコミュニティから抽出した糸であれば、身につけるものの創造性を刺激する素晴らしいスカーフなどを編むことができます。素敵じゃない。今度、あなたにも何か編んであげますよ。どんなエンテレヒーを元に編んでほしいですか？へえ。ここも選択できるの？母親とその子供が内包するエンテレヒ、兵士や戦士が内包するエンテレヒ、宇宙飛行士が内包するエンテレヒ。は兵士や戦士はなんで出てくんの？よくわかんないですけど。というか、この世界観宇宙飛行士って職業、でもあるのか。カードにはありましたもんね。ありましたね。はい。で、しかもルイーズさんの声が、自分と解釈違いなんですけど。わかんない、ルイーズさんの声。なんかもっと、なんかしっかりなんか深みのある、己の演技力不足が出てしまっている。すいません、ちょっとやってもらっていろいろ。でもどういうこれ選択肢にすりゃいいんだろう。母親とその子供、兵士や戦士、宇宙飛行士、兵士や戦士はまあいらないから、あれだとしても、母親と子供。そうですね、我々はいらない。母親と子供って。母親と子供を連想させるアルカナは、狼の母親。狼のやつ。なので、あれが確か水だったので、で、あと子供が用水の中にいるので、水っぽい。ただその母親とその子供っていうセットなので、無条件の無償の愛、もちろん、絶対あるとは言えないものです。もちろん、母親って言われてるので、あえて父親って言いますけど、父親がクソだったらどうしようもないので、子育て手伝ってるだろっていうやつがいっぱいいるので、手伝うじゃなくててめえの仕事でもあんだよっていうね、感じなんですけど、やっぱことさらこうやってね、母性を引き合いに出すから父性がどんどん何もしなくていいみたいになっちゃう。家父長制のせいですけどね、全部。って思うし、兵士や戦士が内包するのって何かを守ろうという気持ちなのか、何かを倒そうという気持ちなのか、どっちなんでしょうね。どうなんですかね。よくわからないけども。そう、持ってる攻撃性にフォーカスしてるのか、その何かを守るっていうその志にフォーカスしてるのかがわかんない。なんかエンテレヒーっていう言葉がわかんない。さっき説明自分で読んだけどよくわかってない。無意識を共有するコミュニティの人から、そういう糸のようなエネルギーを引っ張ってきて、人の持つエネルギーを引っ張ってきて、それで糸や網を編むのがこのルイーズさんの能力みたいなんですよね。だから母親と子供っていうのは、雲の糸がそれってことか。だからそういう子育てコミュニティみたいなものから抽出できるであろうし、兵士や戦士だったら当然軍隊ですよね。宇宙飛行士だったら NASA みたいなそういう組織に行けばエンテレヒを抽出することは可能かもしれない。そうですね。NASA といえば烏丸さんの最高の歌ってみたの、ね、背景を務めてくれた最高の宇宙のねやつがありますけど、そういうことか。でもなんでしょうね、この選択肢。でもだから今回の場合フォルトゥーナさんが欲しがっている、スカーフとかその召し物の材料にするのにどれがいいですかっていう質問ですので、だから今後、フォルトゥーナさんが目指す方向性に合ったものを選ばないと、どのみち兵士や戦士はないと思うんですが、難しい質問だな。なんか宇宙飛行士でいいですか？ダメ？
や、全然いいですよ。唐沢さんが思ったものの方がいいうんので。なんか今後ね、まあおそらく、前向きな方向でこうやってなんか想像とか魔法を広げていくとかそういう方向性なのか、あるいは、まあそのなんだ女性性みたいなのを強調する方向性に行くのか、まあなんかストーリーの進み方としてはどっちもあり得るような気がするんですけど、我々的には宇宙飛行士だなと思ったので宇宙飛行士でいきます。それはそうですね。はい。親とその子供だったらちょっと別だったんですけど、やっぱ母親を抜き出してる時点で悪意がありますよねって思うので。はい。宇宙飛行士が内包するエンテレヒ。ああ、そんな力を求められたのは初めてです。どんなものが編み上がるか、私も楽しみです。私の訪問を受け入れてくれたお礼として、編んだものを次回お持ちしますね。どうもありがとう。他に何か質問は？なんだか新聞でもしてるみたいね。いや、ごめんなさい。そんなことはないんです。あなたが質問してくれた方が私にとってはありがたいので。そっか。それじゃあ。まあ先に時間がある時には何がする方が好きを聞いてみますか。なぜ私に会いに来たのはおそらく先に進む質問ですよね。そうですね。おそらく占いが始まるのでかな、時間があるときは何をするのが好き？読書をしたり、マルチネックのベースを弾いたり、人間を観察したりするのが好きです。変わってるね。読書が好きなの？読書って、最近はあまりいけてない感じですか？いけてない？そんなことないよ。人間観察が好きってところは変わってると思うけどね。マルチネックのベースっていうのにも興味があるな。私は手がたくさんあるので、ネックが3本ある特注のベースを持っているんです。すげえ。人前で弾くことはできないですけど。瞑想の道具として使うだけで、低音のメロディーラインを重ねて紡ぐと、心がとても落ち着くので。なんだか素敵ね。いつか聞いてみたいな。人間観察ってのは？自分の姿を消して、人間たちが生活する様子を眺めるのが好きなんです。他の惑星や文化との違いを比較しながら、そうやって何年も観察を続けていたので、彼らのエンテリヒを感知する力を得たというわけです。そのおかげで私は天職を見つけ、正規の編み手として成長することができました。なるほど。面白いね。私は自分がその一員だった頃から、人間にはあまり興味がなかったな。でも人間から学べることも、きっとたくさんあるんでしょうね。はい。私は人間が大好きです。そうなんだろうね。私、変ですかね。全然変じゃない。安心して。他にも何か知りたいことはありますか？それじゃあ。まあ趣味はそうですね。いよいよ確信ですか？はい。何ですかって聞くよりもそうですね。時間のある時何してますかの方が答えやすいからいいですよね。だし、まあその時にね、そのでかいベース、すげえでかい重そうなね、ベースを弾いてたりとか、まあご本人の個性が出てますし、まあ人間がまあ好きだからそうですね、エンテリヒーを身につける能力をまあ得たというのも確かに説得力のある説明ですね。いや確かに私は絶対こうならないだろうな、人間嫌いだからな。普通に人間から脱出できたらね、カラスとしてはいなんか別の世界とかにいると思います、はいチキンジョージですからね。チキンジョージなので、いやでもそうな、魔女の世界に YouTube みたいな動画投稿があったら3本
ネックのベース弾いてたらうんバズるんじゃないです絶かね。対受けそうですね。はいね。なのいや、まあでも、ね、はい差別で金食うやつが出てこないならいいんですけど。ということで、なぜ私に会いに来たのか聞いてみますか。なぜ私に会いに来たの？あ、はい。それを話すべきですよね。正規の編み手としての私の技量に関することで、ここに来ました。お話ししたように、人間から得られるエンテルヒーは、彼らが所属するコミュニティや、営む生活の性質によって変化します。そしてこの宇宙は、私の目的に適したエネルギーを見つけるための様々な環境を提供してくれています。しかしながら、人間をこちらから操ることで、必要とするエンテルヒーを手早く抽出する方法も存在します。例えば、コミュニティが利用する水源に記憶の小世紀を加えることで、乱行騒ぎを引き起こし、性的なエネルギーを大量に抽出するなどです。なんかとんでもないこと考えているな。まあ確かこれはにわざねもうわざやりようがあるのか。やろうと思えば。でもね、やとんっぱでもないけど。水源に何かを仕込むってダメ。まあそうですだね。し典型的そうでな。特に、そう、あれだし、日本は、そうやって、井戸の毒で、うん。そう、デマで虐殺をしたっていう、ね、記録があるので、はいちょ。っとこれを見たら、やっぱちょっと日本はギョッと日本っていうか、まあ、その歴史を知っている人間はやっぱちょっとギョッとしないとダメですよね。そうですね。はい。すごい例えだね。でも、これは一度しか試してませんから。してるんかいしてるんかい。ダメじゃん。してるんかいダメじゃん。本当にダメじゃん。それはよくないな。だってやっはいどうなんだろうやっぱ、うん魔女になってから倫理観がぶっ飛ぶのか、もともと地球にいない、なんだろう、人間から魔女になり上がったんじゃなくて、最初から、まあ、例えばですよ、ルイさん、雲から魔女になった可能性がある。そうなんですかね。ものでしかしたら、もともと。そうその可能性はありますよね。そうなると若干倫理観がぶっ飛んでてもまあ、うん。同じ倫理っていうか同じ世界で生きてないから価値観がずれるのはそれは当然なので、まあすり合わせは大事だと思いますけど。まあ別にね、殺人などをしているわけではないので、まあ魔女としてはそんなにぶっ飛んだ行為ではないのかもしれないし、まあもともとそうですね、人間じゃなかった可能性もありますよね。そうですね。だから発想が、ただすごく性格自体は本当に、穏やかというか、職人気質な方だから、やっぱちょっとクライアントの求めてるものを作んなきゃいけないからって言って、追われてやっちゃったけど、その姿を見て、これはやるべきじゃないな、次っていう判断が下せたのであれば、それはすごいなって思う。ちゃんと自分で気づけるというか、気づくのすごいなと思って。はい。基本的に私は自然の摩擦から生まれるエンテルヒーを好んでいるので、やっぱそうですよね。自然にできる方が。実は私が従事しているプロジェクトの一つに、エイダーナが大きな可能性を見出しているようでした。また出たよ、エイダーナ。いろんなものにかかっとんの。というか同じ古文にいるのかな、ジャスミンさんと、まあもともとフォルトゥーナさんがいた。まあ可能性は高いですかね。それは人類が地球各地の都市に巨大なドームの建設を強いられた際に始まりました。日本のドームどうなるかな。東京しか追わないんじゃないですか。私はそんな気がする。でしょうね。はい。しかも首相官邸と国会議事堂と、あと皇居だけで、その工事する人たちは、その劣悪な地球環境の中、重労働させられて、庶民は死んで、その中にいる政治家と皇族だけ生き残って、よかったって言ってるけど、でも奴らはね、じゃあ次に誰を搾取して生きていくかを考えないといけないっていうとこですよね。労働者がいるからいい思いできてるのに、それを忘れてる輩は多分
だとは思うけど、でもなんか、やっぱ嫌だな、これ。ドームが作られないように頑張って SDGs しねえとなって改めて思いました。はい。ねえ。多くの建設計画が予定通りには始まらず、膨大な数の都市が熱風を伴う砂嵐の猛威によって失われました。そして機能しているドームに集まった生存者たちは、残された資源を求めて争いました。でしょうね。追い詰められた人間はそうしちゃう。だからちゃんと頭下げて土下座外交をして資源を入れろっつってんだよ、互い。分かってる？分かってないんだろうからな。その状況は異常なほどの量のエネルギーの放出を引き起こし、私はこの歴史的な事象をこの目で見ておきたいという強い衝動に駆られました。やっぱなんか観測者ですね。やっぱ断りが若干違うところにいらっしゃるんでしょうね。そして数十年をかけ、放出されたエネルギーから糸を紡いでいったのです。そしてある時、この糸を用いることで、ベヒモスを拘束するための極めて効果的な武器を作成できることが分かったのです。え？本当に？どうやって？地球で生み出されるエンテリヒは高濃度に汚染されています。惑星全体の運命が閉ざされているような状態なので。そしてベヒモスは現実を大きく変化させる力に対して非常に脆弱な性質を持っています。私が抽出した力を使って作ったグラディエーター型の網を使えば、ベヒモスの魔力を吸い取って枯渇させることができるのです。また、ベヒモスの魔法に対抗する効果的な鎧を作成することも可能です。だけど、なんでエイダーナがそんな武器の作成に興味を示したわけ？宇宙の声が彼女に警告したようなのです。子分はやがてベヒモスの脅威にさらされると。だからそれに備えておきたいとのことで。は？ん？自分だけで隠してた内容をフォルトゥーナさんが広めちゃったからじゃないですか。でも、宇宙の声って何ですかね。フォルトゥーナさんの破滅の予言とはまた別物っぽいですよね。だから何を意味してんのかな。まあ、だから、まあでももしかしたらフォルトゥ、だからまあ宇宙の声が別途存在する場合は、それを聞いていて、まあ、エイダーナさんがみんなを守るためなのか、自分だけ助かるためなのかは知りませんけど、子分を滅ぼしに来るベヒモスに対しての対抗手段として、ルイーズさんの、力を当てにしているっていう考え方と、まあでもその場合は、なんか混乱を招かないように隠してた情報を、フォルトゥーナさんが破滅するよって言ってバラしちゃったせいで、計画がおじゃんだっていうところにはなるのかな。で、あとまあ、後者は、フォルトゥーナさんが破滅するよって言ったから、嘘だろってなって、慌てて、でもそんなことはないって言っておきながら守るために画策してる。だから、でもエイダーさんのだから善悪がわかんないんけど、明らかに良くない強権政治をしてることは確かですね。そうですね。ねえ。問題は、あのように大規模な事象が生み出したエネルギーでも、網一つと鎧一つを作り出すだけの量しか糸を紡げなかったということです。エイダーナはこの宇宙のベヒモスを全滅させるために、大量の武器を生産したいと考えているようですが、なんで？私には自分にそれができるとは思えません。それを可能にするには、具体的に何が必要なわけ？エイダーナが理解したところによると、今の人間社会で戦争や紛争を引き起こせば、地球を覆っているエネルギーがその動きに抵抗するようです。なるほど。
なるほど。じゃあ最終戦争を引き起こそうとしてんの？あー、トランプや。じゃあ、韓白茶が言ってたやつ、韓白茶が言ってた女神ってあれですか？だから、だからね、うん。そう、なんか、高市早苗さんのことをなんか女神って言ってたらしいので、はい。もしかすると、ね、その、高市さんにそういう風に、ね、あれしてるのかもしれない。古文のエイダーノさんなのかもしれない。ちょっと勘弁してよ。まるで惑星そのものが定められた運命への介入を嫌うかのように。この過程で、かつてあの大変動の際に見られたのと同じ性質のエンテレヒが人類によって放出され、私はそれを収穫できると。で、戦争を起こそうとしてない？ダメだよ。エイダーナさん。わかんないけど。それであなたは、エイダーナは私に第三次世界大戦を引き起こすように命令しました。やれっつったんかい。やば、ちょっと待って。エイダーナ、トランプとプーチンと、ネタニヤフとかオルバンとかその辺のやべえ奴らの友達ですよ。絶対。いや、いきなりなんか、滅ぼしましょう。いきなり地球を滅ぼす大魔王みたいな感じになってきた。いや、こいつはダメだ。そんなこと企んでたん？いや、最初話が出てきた時は、この糸と鎧と網を使って、ルイーズさんに取り付いてしまったベヒモスを吸い取るっていう、ことに使うんだろうなって思ったんですけど、まさかこんな話にまで。まあエイブラマー一人をね殺すだけだったら、もしかしたら今のそのルイーズさんの必殺のグラディエーター型の、グラディエーターってなんかサンダルでなんだ縄を編んだみたいなやつですかね。そういう感じの。そうですね、グラディエーターサンダル。剣闘士のはずなので、そうです、そうです。古代ギリシャの、コロッセオで戦わされてた人たちが、確かグラディエーターかな。入ってたやつなんですけど、だからもしかしたら現状の武力でも、エイブラマーさんをね、倒せるぐらいの何かが持ってるのかもしれない。それだけでもとんでもないけども、第三次世界大戦を引き起こすことによって、それを量産して、まあ宇宙にいるベヒモスたちを全部殺そうとしているという。守護主義る。いや、最終戦争じゃん。はい。ベヒモスがどれだけその、宇宙とか魔女たちにとっての脅威なのかがわからないのでいかんともしがたいんですけれど、でもエイブラマーさん見てる限りそんなに敵対的な存在じゃなくないですか？今のところ。そうだから適切な距離を保っておけば問題ないのに、なんで絶滅させたいのかっていう。だからすごいパーソナルな何かがある気がする。もしかしてベヒモスになんか仲間を殺されたとかで憎しみを抱いているのかもしれないけど、かもしれない、そのために人類を滅ぼそうとするのやめていただきたい。そうやっぱトロッコ問題じゃないですか。誰かを見殺しにするってね、いやこの問題を考えたやつをぶん殴るっていうのが正解じゃないですか、あれって。そうですね。なので、これはそうですね、衝撃以外の何者でもないというか、いきなり大魔王になってしまったエイダーナさんなんですけど、これはありえないだろう。ありえないって言っていいですかね、とりあえず。そうですね。まあ文章的にはそれを私に手伝ってもらいたいと、手伝うわけないでしょってなると思うんですけど、なりたいんですけど、ゲームの選択肢なので下を選ぶしかないでしょうね。ありえない。そんなこと絶対にダメ。その通りです。でも、ヘイダーナを怒らせたくはないんです。強権的らしいからね。うわー、ひどい。失敗したら、私を古文から追放するなんて話もすでに出ているくらいで。何かいい方法はないでしょうか。ひどくないですか？理不尽すぎますね。いや、トランプとやってること一緒じゃないですか、マジで。ヘイダーナ。
どんどん悪者になっていくじゃん。大丈夫？なんかもうラスボスだったりする？ラスボスなのかもしれないけど、もうすでにイメージが最悪なんですけど。もう最悪ですね。めちゃくちゃ悪いことしてるじゃん。マジで最悪、本当に。理不尽な話だね。いくらなんでもやりすぎだよ。いくらなんでもやりすぎっていうか、もうその発想自体がダメなので、あれなんですけど。カードに聞いてみることにしましょう。そうですね、カードの言葉から整理をしましょうかね。この混沌の状況をね。ルイズ、あなたがデッキに尋ねたいことをそのまま私に伝えて。では、一番重要なことから聞きます。私は地球に対してどういう行動を取るべきか。私が何かをするべきなら、ですが。了解。それから、ちょっと恥ずかしいんですが、私、ある人間に恋をしているんです。素敵じゃない。でも彼は、私が魔女であることを知らないんです。彼と会うときは、人間の女性に姿を変えているので、彼はドームの外で廃品を漁って暮らしています。生きていくのにとても苦労していて、見ていて辛くなります。救ってあげられたらいいのにと。でも彼に私の本当の姿を見せるのが怖いんです。私が普通とどこか違うことは彼も気づいていると思います。でも、だから聞きたいのです。人間の恋人である彼に対して私はどうするべきなのか。私なら人間には執着しないようにって助言するけどね。彼らはあっという間に老いていくから。とはいえ、ここはカードの意見を聞いてみることにしましょう。ええ、お願いします。でもこれ地球にしろ恋愛にしろルイーズさんにとってめちゃくちゃ重い質問じゃないですか。大丈夫なのこれ答えて。だから恋人がいるからこそ第三次世界大戦とかふざけんなってなってるわけでしょ多分。まあそうですよね。やりたくはないですよね。本人の意思的にも当然。はい。多分もともと多分良心的な倫理観持ってるならなんか、何かしら自分たちの利のために誰かを踏みにじっていうわけじゃないし、魔女は先の大戦で大変なことになったって知ってるはずなんですよね。だから戦争がどれだけ恐ろしいものかあなたたち知ってるのに人間には人類にそれしていいって思ってるのっていう話でしょ。まあそれはどっちかっていうとエイダーナさんの問題な気がする。そうなのでエイダーナが悪すぎるので従うのはなしなんですけど、だとドームの外で廃品を漁って売ってるってドームの外だから結局ドームの中にいられるのってなんか先民じゃないですか。選ばれし者のみみたいな。特権階級だけなんでしょうねおそらく。ってことでだろうなって思ったらだからあれでしょ天皇がなんかドームの中から外にいる人間にニコニコ手振ってくれるんですか？それで誰か救われます？ふざけんなよマジで。ってなるでしょ。いや天皇を引き合いに出したけど高市早苗だったとしても切れるし、もちろん安倍晋三だったとしても切れますけど、菅でも岸田でも石破でもさすがにドームの中からね外にいる皆さんに対して手を振ってたらねさすがにちょっとドーム割ろうって思いますけど。まあこのゲームの中ではそのファイナルファンタジー7ってまあプレイした方わかんない方わかんないかもしれないですけど、ああいう感じの地球になっちゃってるのかな。地球7の地球だとそのエネルギー問題で人間はそのドーム的な都市の中にしかまあ生活できなくて、その下でまあ廃品を回収して暮らしている人たちとか、まあさらにその中にも入れない人たちっていうので、地球人類が3層ぐらいに分けられてるっていう設定だったんですよね。はい。
懐かしいな、FF7。セブンあれですね、最近多分、スクエニリメイクしてまの、すよね。スクエニが1000倍解除されたので、いろんなプラットフォームで多分買えるようになってるはず。そう、あそこで似てるリメイク魔法、そう、エネルギーっていうのが出てくるけど、あれは原子力とか、その化石燃料の、まあ、風刺だっていう風に言われていて、まあ、当時としては結構画期的な、ね、ゲームとしてはね、内容だったんですけど、まあ、いろんな、いや、そう。後の作品にも影響を与えたんですけど、はい。すごい、いまだにやっぱセブンが一番人気って言われるそうですね。くらいですからね。私がナインが好きなので、あれなんですけど。アナノクラフトさん、コンカラスです。ドームの中から布マスク配布みたいな。いや、そう。マジ、そう、やるでしょ、絶対。絶対やるだろうって感じが。下手するとお食事券かお肉券か、狛江が届きますよ。ふざけんなってなるでしょ。そっか。ダメって止めたからかな。そうですね。それから、エイダーナの対処方法も知りたいです。対処方法？私がプロジェクトから降りようとしていると知ったら、彼女は激怒するはずです。私は通報も幽閉もされたくありません。そりゃそう。彼女の怒りから逃れる術はないのでしょうか？だって罪人でもないのに、金庫幽閉しちゃダメでしょ。マジで。そうね。エイダーナの対処法はフォルトゥーナさんも知りたよね。私が知りたいくらいよ。難しそうな問いだけれど、これは新しいデッキだから答えを見つけてくれるかも。カードをシャッフルするから、質問を頭に思い浮かべていて。ちょっと失敗したかな。カードいっぱいあった方が良かったかな、これ。ネクロノミコン。で、さっき作ったのが出た。ジェムス・カルベルトの力、アルカノを祝福する。知識の種は時に力の孤児を引き出す。怒りに駆られたベヒモスが理解を妨げる。小惑星は差し迫る悲劇を予兆する。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これ地球にやっていいのか？置くしかないです。だから、地球が破壊されるけど、誰かがその地球を守ろうとしている。で、しかも、カラスマさん。はい？腕生やしたでしょ。はい。雲の子の副腕何本ですかね。雲っぽいから、でも確かに昆虫と同じ6腕だけど、まあ、雲も8腕だから、まあ似てるは似てる。確かに。なので、なんか、これを、多分たまたまだと思うんですけど、だから何かしら崩壊してしまうというか、これ、スフィア、背景何でしたっけこれ。ジェムスカル、そうか、あれか、13のあれか。そう、だからグレースさん対策で作ったんだけど、グレースさんより先にルイーズさんを選んじゃったから、ちょっと順番的にあれだったかなという思いがしつつも、はい。いや、大事じゃないですか。多分なんか、切れ散らかしたベヒーモスが何かするってことだと思うんですよ。で、それを守る。誰かを守るっていう意思でしょ、多分。ただ、欺きとかなので、だからベヒモスが誰かに裏切られたって怒って、地球滅ぼす、そんなことすんならもうっていう、話なのかな。なんか別のとこに置こうとしたら置けます？地球にしか置けないですよね。いや、置けますよ。どれでも置ける。嘘でも普通ですね。これ、だから出たカードによって、これ恋愛に置こうとかってしたら、内容がぶっ壊れるんですよ。だから何だと思って引いたかによっては、だからカードって引いた順番ももちろん大事なんですよ。スプレッド組んだりとかするので。ってことは、まあ、正統派の占いでいくと地球ってことか。そうですね。一番最初なので地球に置くべきなんですけど、そうか、なるほどな。引いたカードだから、恣意的に入れ替えることによって、ある程度答えを操作できるのか、これは。なるほど。難しいな。だから番号書いてないんだ。どこに置いてもいいんだ。はい。どこに置いても大丈夫なシステムになってると思います。唐沢さん、どれだと思います？いやー、まあ今の解説聞く限りね、地球が一番納得感はあるんですけど、地球滅ぼすことにならないかなっていう心配はありますね。
はい。でも滅びないですよ、なんだかんだ。多分大丈夫なのかな。第三次世界大戦になりませんようにって感じで置いてみますか。うん、多分ならない。はい。だから今あなたがこれをうん、防ぐっていううん。ことじゃないかなって思うので。守護者ですからね。うん。はい。うん。あなたは現実をかき乱すため別の道を見つける必要がある。戦争だけが秩序を乱すための手段ではないだろう。秩序を乱すことは必要だろう。だけど戦争以外の手段でお使えってことだろう。何をしようとあなたが求めるものは地球から得ることはできない。全面戦争ではなく小さな紛争を誘発させろ。これはダメだ。ダメです。ただ何を秩序と定義してるかにはよるかもしれない。そうですね。別に戦争なんて起こさなくても、それこそ今ホルムズ海峡を閉鎖するという手段によっても、秩序に多分地球からエンテレヒーを抽出することは可能になっていると思われるので。そうですね。はい。で、あとはだから、古文をもう地球じゃなくて古文そのものをちょっと乱す。エイダーナへの絶対的な信頼とか忠誠を揺らがすことによって、この計画を頓挫させるという。そうですね。それが一番いい手段もあるので。これにしてみますか。と思いますけどね。はい。そうですね。個人的にはこれが。あなたは現実をかき乱すための別の道を見つける必要がある。戦争だけが秩序を乱すための手段ではない。というか戦争は選ぶべき手段ではない。手段じゃない。はい。戦争はダメです。ああ、そういう見方もあるんですね。とはいえ、言うほど簡単なことではないですが。もう一枚カードを引いて具体的な方法について聞いてみる？そんなこともできるんですか？もちろん。私たちが知りたいことなら、どんなことでも聞ける。物事を予言することだけがカードの力じゃない。それはそう。むしろ、物語を考察する時にこそ、カードの進化が発揮されるように思う。私もそう思う。すごいですね。回避策。来た戦争じゃん。ここで来るか。戦争は全ての感覚をもたらす。旗は挑戦をもたらす。ろうそくの赤い炎は重々しい真実を知覚させ、死と再生を促す。はい。いや、だからつまり、はい、白旗を上げさせるっていうか、違う。だから、こうにしかならない。戦争は何も生み出さないって言ってるじゃんって。だから第三次世界大戦なんて起こしたところで得られないよっていう、ちょっと嫌な言い方。本当はもっと人道的な言い方がしたいんですけど、第三次世界大戦じゃ別に得られないよってことだと思うんですけどね。ここで来る、やっぱね、カードってそういうことなんですよ。地球外しかない？地球外からの脅威を作り出し、人類がそれを撃退するのを助けよ。これしかない。宇宙戦争？じゃあ対宇宙への戦争なのか？何これ？何これ？だって結局これ仮想敵作ってるやべえ政治家と一緒じゃないですか。陰謀論者じゃん。やだ。なんで？なんか違う。まあでもそれが待ってこれがジャスミンさんのこれが疫病につながるのかな。まあ疫病かもしれない、ベヒモスかもしれないし疫病かもしれないけど、そういったものの脅威を人類に知覚させることにより、宇宙戦争はしなくてもいいとしても、その脅威に対処しようね、みんなで団結しようねっていう方向に持っていけばエンテレヒーを回収することはできるという。そうかもしれない。だから、日本がやった新型コロナ対策が全部ダメだったので、オーストラリアでしたっけ？オーストリアでしたっけ？ちゃんと、首相がバッチリしておられたので、ああいう風にするのを助ける的な。なので、ジャスミンさんたちのその、ハーブから作られた特効薬とかのワクチンとか
っていう方法ももちろんある。だから戦争が手段じゃないって言ってるから、で戦争を起こしても得られないよっていう説得プラス、そういうふうに別の手段で、だからまあ地球外生命体が攻めてくるとかじゃなくて、何かしらの脅威、でしかもそれもなんか何かしら命を持ってるわけじゃなく、まあそういう疫病、流行り病、っていう方法はまあ確かにあるのかな。まあ、ただ一致団結するのもそれはそれで怖いなという気はしますけどね。多分オーストラリアの件はあれですよね。アーダン首相ですよね。アーダンはごめんなさい、ニュージーランドだ。アーダンはニュージーランドですけど、そのオーストラリアもニュージーランドもまあコロナに関してはね、割と適切な対処してたと思いますが、まあそうですね。まあとにかくコロナ禍でもね、人類は一致団結はできなかったので、とりあえず、まあ人類が団結するのを助けるという意味ではいいのかもしれないなという感じかな。おそらくね、言葉に魔力を乗せていい感じに洗脳できる人とかも多分いかねないの、いるかもしれないので、そういう方が時の政府に囁きまくって、そういう政策を取らせるっていう、だから武力じゃなくて情報のかけら、本来の忍者やスパイがやるようなことをするっていうのもまあ手なのかな。死者が出ないようにしっかりすぐ特効薬を生み出させて、だからたまたま似たような形の何かしらに対抗するための薬を使ってたら、どうもそれがこれに効くらしいみたいな感じでやるといいのかなって思ったんですけど、なんか難しい地球外からの脅威を作り出し、人類がそれを撃退するのを助ける。これもある種の戦争だけど、共通の敵に対して立ち向かうことで地球人の間における絆は強まることになる。そしてこの状況が彼らのエンテレヒをかき乱すのは間違いない。なんだか非常に策略的ですね。だってこれ計りごとでしょ。そうですね、謀略ですよね。謀略なので、それはそう。このデッキでも暴力的な争いを回避する手段は見つけられないということですか。ちょっと回避できなかったですね。もしかしてカード作ってたら違ったのかもしれないですね。白旗だよ。白旗だよ。そのね、4のカードはね、反差別のカードなんだよ。なんでまあ多分ゲーム的にはちょっと意味が違うんでしょうね。辛い。そんな。ということで。でも、第三次世界大戦よりはマシでしょうね。今、結局、技術が発達してるせいで、殺され方が余計にむごたらしくなってるので、で、SNS による、その精神的に殺すっていうこともね、できちゃうから、本当に、まあ、いや、第二次世界大戦よりマシとかって、全部が全部ダメなので、どの戦争がどの戦争よりマシかっていう話は成り立たないんですけど、分かってるけど、なんか、今の状況で戦争やったら本当に、やってるけどね、戦争紛争逆説あるから、やっぱなんか遠くの何かじゃないっていうことは忘れちゃいけない。でもやっぱ防ぐためになんかこう仮想敵作り出して団結しようでとかじゃなくて、やっぱもうちょっと人権的な意味で、なんかね、やりたいですけど。まあ主要なエレメントの種類でちょっと決まっちゃってるところはあるかもしれない。火に引っ張られてるところは今回あったかもしれないですね。火のカードは火のカードなので、はい。そうですね。で、火は争いそうですね。でしたね。はい。難しいな。わかりました。やってみます。
はい。ちなみに言うと、多分ゼロコロナ戦略を国家戦略として明確に採用したのはそうですね、ニュージーランドのアーダーン政権かな。だからすみません、私がやらかしたわ。いや、多分オーストラリアもゼロコロナに近い政策をやってたので、多分どっちもいい政策をやった国の一つだと思うんですけど、はい。日本はね、なんかおいでませってしたじゃないですか。はい。民間に丸投げしていた面がかなり強いので、そう。はい。今とあまり変わらないですね。やっぱり火が増えるのか。憎しみと後悔に満ちた流祖は訪問者に汚れをもたらす英雄は千の傷の痛みを与え、大切なもののために戦う者を体現する。破壊、逆境、慈悲、健全、競争、悲劇、勇気、落ちた者の涙のカードが出ました。これはどっちだ？恋愛エイダーナ。どっちだと思います？ちなみにそのトライデント確か多分エイダーナが使ったんですよね。そうです。ただ、順番的には恋愛なんだ。が先なので、順番通りに置くならですよ。ただカード、このシナリオをどういう風に導きたいかによるんですけど、さっきしまったな。なんで血まみれの軍隊出ちゃったんですか？辛いですね。どうすればよかったの？いや、難しいよ。しょうがないんじゃないですかね。話の運び方的に。ただこの落ちたものの涙って腕が取れてたでしょ？はい。だからその副腕のルイーズさんになんか通ずるところがあって、なんかって思いません？確かに。で、勇気とかでしょ？だから勇気を持って打ち明けなさいだと思うんですけど、いや、わかんない。どうなんだろうな。恋愛、悩ましすぎる。彼はあなたを愛していない。彼はあなたをもたらす恩恵を再利用しているだけだ。あなたの正体を彼に伝えなさい。彼を理解し、あなたをさらに愛するようになるでしょう。彼から離れ、すべてのつながりを断ちなさい。さもないと将来お互いに苦しむことになる。引っ叩くぞ。いや、私としては、それなんですよ。なぜかっていうと、そこ魔女の墓場でしょ？確か、ソフィア、背景が。なので、魔女としてのルイーズを殺すんですよ。で、だから、副腕もそこに置いていく、落としていく。で、地球で生きる、副腕の人がおかしいって言いたいわけじゃないんですけど、そういうわけではない。ないんですが、今回のこのカードが言ってるのは、あなたが彼の横で暮らせるようになるには、人間の姿、正体を伝える。でも別に人間の姿が取れるなら、だから、人間の姿と、本来の姿の中間みたいな形になって、で、あなたのそばにいればいいんじゃないかなっていうふうには思えるんですけど、そこは素直に、愛していないあなたの恩恵だけが目的っていうのは、多分英雄から来てるんですよ。結局英雄が助けてくれる、英雄がだからで、英雄の恩恵を受けるっていうところから多分これが来てるんだと思うんですけど。いやでも、素直に、って思いますけどね。あなたの正体を彼に伝える。彼は理解し、あなたをさらに愛するようになる。本当ですか？と、カードは言ってる。そして、カードの言うことに間違いはない。信じられない。なんて素晴らしい知らせなの。どうやって使えようかしら。ロマンチックなディナーの席でとか、色変化の魔法を使って彼を驚かせるとか、ベッドの中であなたが最も楽しめるやり方で伝えるといいよ。本当にありがとうございます、フォルトゥーナ。そして最後、エイダーナは、これ死後、エゴ、幸福、無関心、停滞のカードが出たぞ。だから、エゴなんですよ。エゴイストですよね。最低者です。
最低者？月の、その制度あれでしょ？最低者の拠点でしょ、はいはいはい、だって。だから、もうエイダーナについては最低者に、投上げて、っていうこと審議みたいな、ことなのかな。ことだと思う。うん。エイダーナは決して満足しない。あなたは今いる場所から逃げて他の子分に保護を助ける必要がある。心配することはない。すぐにある出来事が起き、エイダーナのことは問題じゃなくなる。エイダーナに対して嘘をつきなさい。いずれ彼女の関心も他のことに移行する。いや、無理。無理。それはない。ここまでしてくるやつがそんなことするわけない。そうですね。できるわけない。で、これ微妙。何が起こる？だから、地球をかき乱す暇がないぐらい、ジャスミンさんのとこで出た疫病とかが蔓延するのかもしれない。だから、それどころじゃなくなるっていうのはまあ、あるけど、でもミレニアムでしょ。だから、守護っつうか、万人のカードが出てるから、さすがに、いやでも多分だからこれの可能性の方が高いんですけど、エレメント欲しいなら真ん中ですよねっていう。そうですね。でもなんか、なんか、そう、まあゲーム性なので、このゲームが一切悪いわけでは全然ないっていうのは前提としてなんですけど、自分の言葉を伝えられないのって苦しい。し、読みが全然外れてて、己本当に占い師ですかって言ってちょっと不安になる。いや、実際多分でもストレートに対して占えばそういうことなんじゃないですか？最低者、でもまあ最低者っていうことなので、もしかしたら最低者絡みで何かが起きるのかもしれないし、第三者からの介入っていう意味ではまあ間違ってはないんじゃないですか、これ。だから最低者に密告っつうか、告発すべきなんじゃないですかね。だって人類を戦争に起こせって言ってるのって多分普通に魔女としてもまあ、そうですね、ルール違反かもしれないし、ね、地球人だからいいよとは、ならなさそう。だから第三者からの介入があれば、ルイーズさんとエイダーナさんの問題なので、それが別の興味によってそらされるっていうことになるので、まあミレニアムのカードでもそんなに間違ってないのかなっては思いました。はい。そうだな。はい。ということでこれにしときましょう。心配することはない。すぐにある出来事が起きて、エイダーナのことは問題じゃなくなる。本当ですか？カードがそう言ってる。何が起こるかわからないけど、あなたが特別何かをする必要はない。不動か。動くなってことか。なんだか楽しみね。私にとってもいい変化をもたらすものだといいけど。本当にその通りになるといいのですが。エイダーナは多くの魔女を苦しめる存在になっていますから。やっぱ告発して下ろさなきゃ。そうですね。だから高市制限を当確しないとダメですよ。当確しよう、当確。なんか変なこと言ったら当確だって言われるって言ってたでしょ。当確しろよ。これはみんなにとってもいい知らせになるかもしれませんね。そう願いたいです。星にそう願うとしましょう。では、地球に対してはどうすればいいでしょう。好きにするといいよ。エネルギーを搾取したいなら、その方法はカードが提示したわけだし。でも、無理にする必要はない。ですよね。本当にすごい占いでした。以前にも占ってもらったことはありますが、こんな感覚になったのは初めてです。あなたは本当に特別な魔女なんですね。そんな大したもんじゃないよ。また結果報告をしますね。またここを訪れてもよければですが。あなたはいつだって歓迎するよ。
ジャスミンの友達は私の友達だから。それは私にとっても同様です。いろいろ占ってもらって少し疲れてしまいました。我々が疲れた。そうですね。地球が滅びるかもしれない。選択肢に絶望し、そう地球滅びるかもしれないし、まあ最終的にでも高市政権みたいなことしてるしみたいな、ね。まあ最終的に不動のミレニアムが出たので、まあ一応回避できる目処がついたって言えなくもないけど、もしかしたら実行されるかもしれないというちょっと複雑ですね。はい。ね。それじゃあまた。結局占いって自分をさらけ出して、で、占い師に伝えない事項があったとしても、はい。なんだろう。自分の中では、あれかなって心当たりがあるわけじゃないですか。そうやって自分の苦しいところとかを思い出したりしちゃうので、どうしても疲れるとは思います。はい。そうっていう。はい。ということでですね、グレーテさんの、招待状が来てるんですけれども、ちょっと4時間以上すでにやってるので、で、まず多分グレーテ対策のカードもね、作ってからやりたいので、ちょっと今回はこれまでにしたいと思います。ということで、コズミックホイールシスターフット第2回いかがでしたでしょうか。ちょっとね、切るところが難しいゲームなので、もうちょっと短縮化するよう頑張ります。すいませんでした。また長くなっちゃいましたが、よかったらですね、またチャンネル登録、高評価等して、コメント等もぜひ、アーカイブの方も残していただければと思います。本日はお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで本日は本当にありがとうございました。また来週以降ですね、5月また、本入ってますけれども、明日はね、憲法集会に行ったりする方もいると思うので、すいません、夜中になってしまって本当に。皆さん気をつけて行ってらっしゃってください。あと、火曜日はですね、またいつも通りのラジオ配信しようと思ってます。また来週はね、ゴールデンウィーク終わる前にはなんかしたいなというふうにも思ってるんで、よかったらお付き合いください。はい。ということで、ふかさんもよろしいでしょうか、そんな感じで。はい。はい。ね、いや、面白いですね。面白いですね。いや、すごい。いろいろ考えることがいっぱい、ありますね。今、東京行きのバスの中です。あ、本当に？嘘！あら、すいません。すごい、ありがとうございます。すごいな。いや、でもそうなんだよな。やっぱ我々が選ぶゲーム、知んないけど世相に合ってるんですよ。あれってなるっていう。ね、だからこうやってクエリーディングだったり、社会正義とかをに基づいて作品見たら、大体権力批判とか、反戦反差別になるはずなので、やっぱそういう風に発信していけたらいいなって思ってます。で、このゲームもね、あんまり日本語圏でプレイされてないのかな？そうですね。だから我々の実況を本当詳しくやってる唯一の実況じゃないかという気がするし、専門家のね、方も一緒にいるので、はい。だから、ね、今後、ね、これゲーム人気になっていけばいいなと思ってるので、よかったら、引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、分岐いっぱいあるみたいですからね、多分、いろんな分岐を楽しめるゲームなので、とても実況向きだと思うので、ぜひぜひでございます。はい。そうですね。行ければ行くで頑張りましょう。いや、本当皆さん、本当夜行バスに乗ってるのに本当申し訳ありません。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。でも、初参加予定、戦争、紛争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対します。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん、本当無理しないようにね、頑張っていきましょう。はい。できることからコツコツですよ。まずは、人は変えられないけど、社会は変えられるので、っていうふうに思って頑張っていきましょう。私も頑張らせていただきます。本当に烏丸さんもね、リスナーの皆様もありがとうございました。はい。ということでありがとうございました。お疲らすでした。おやすみなさいませ。お疲らす。ありがとうございました。おやすみなさいませ。